皆さんごきげんよう、上川薫です。今回お届けするのは YouTube ライブ生放送回です。動画の時は一つの動画につき1テーマということに絞っているのですが、生放送においては様々な話題を取り扱っていきます。まずは私からニュースがこんなものがありますよといった話をしていくのですが、同時に皆さんからの話題も募集しています。YouTube のコミュニティ欄に募集欄というものを設けていますので、生放送で取り上げてほしいなという話題やテーマについては、ぜひとも皆さんも書き込んでいってください。また、放送中にどんどん書き込んでもらっても、それは問題ありません。最新のものから見るという時もありますし、評価順という具合にして並べ直して、その上位から見ていくということもあります。その時の気分によって結構変わりますので、お気軽にどうぞ書き込んでいってください。ただ、一つ注意点があります。動画と違って生放送の場合は皆さんとの対話を重視している面があるために、動画のように情報だけをギュギュッと詰めたというものとは少し雰囲気が違います。ですから私自身も結構のんびりと話題を展開していくこともありますので、そうした雰囲気が苦手だなと思う方は、そもそも動画とは違うものだというふうに受け止めてくれると嬉しいです。それではこれより本放送を開始します。ぜひとも最後までご一緒ください。それではスタート。皆さんごきげんよう、上川薫です。2022年3月19日の生放送を始めていきます。というわけで、会場前から多くの方集まりいただきましてありがとうございます。今日も、主にはロシアによるウクライナ侵略の話がメインにはなるかとは思うんですけれども、そればっかりだとっていうこともあるので、こちらの YouTube コミュニティの方の書き込み、皆さんからの書き込みで、ある程度話を進めていこうという回になります。今のところさっと下読みしたところでは、むしろ、このロシアともウクライナとも関係ないという話について、皆さんからの投稿が多いかなというようなイメージですね。どちらかというと。何しろテレビをつけても、インターネット上でもそうですけれども、ほぼほぼ、トップニュースがウクライナの話題からスタートする。そしてその後、ほとんど他の話題が出ないまま、地方ニュースであるとか、天気予報であるとか、そんな感じになることもありますからね。逆に言うと、圧倒的な情報量が多いんで、ウクライナの話題以外をちょっと聞きたいなっていう人が多くなったのかななんていうこともちょっと思いましたね。皆さんからの書き込みを見て。田口さんスーパーチャットありがとうございます。花粉と PM2.5 対策ののだめだにありがとうございます。私自身は花粉症では今のところはないんですけれども、やっぱり花粉症になっている人たくさんいますからね。で、PM2.5 っていうのは、西日本中心にして、やっぱり、喘息を引き起こしたり、いわゆる呼吸器疾患を引き起こす確率アップするっていう、非常に厄介なものですからね。PM2.5 それ自体というよりも、それにくっついてくる様々なものが、人間に悪さをしちゃうっていうところでね。だから今は花粉症と PM2.5、それプラス、黄砂を含んでる場合もありますからね。もう本当に西日本の方はそういった意味では、もう悪いもんが空気中にいっぱい混ざり合ってるみたいなひどい時期でもありますよね。雨の中の熊さん、3度目のワクチンの副作用でダウンしておりましたって。こればっかりは人によって副作用、副反応がどのくらい出てくるかっていうのは、本当個人差があるので、ガツンと倒れるぐらいに来る人もあれば、何にもなかったんだけど、打った意味あるのかなっていう、いわゆる、反応がないと、その後の効果もあるのかどうか不安になるっていう、そういった人もいますからね。M マットさん、ミツバから変わった。これは、メンバーの方だと、その名前の横にマークがついてるんですけど、このマークっていうのが順番にというか、メンバー期間が長くなってくるとだんだん変わってきますよというものですね。一番メンバーの期間が長い人だと今だと、確かハートマークに、少しちょこちょこっと刻みが入ってるような、遠くから見たら桃みたいにもちょっと見えたりするんですけども、
そんなものだったと思いますね、確か。レンさん遅刻したっていうことですけど、まだ始まって5分なんで、遅刻のうちに全然入らないですよ。大丈夫ですよ。オリポンさん、これはメンバーになった人だけの話ですんで、全然気にしないでいいですよ。基本的に、メンバーの方というか、メンバーになってほしい人っていうのは、結局私を長期間応援してくれるっていう、なんていうかな、意思表明みたいな感じになってもらえれば、それで全然 OK です。何しろ、メンバー専用の何々をこんな風にして皆さんに、ベネフィットがありますよ、お得ですよ、こんな情報がプラスアルファとか、そういったことは特に用意しておりませんので、そういったこともあって、一番安いクラスだと100何十円っていう、本当に、ペットボトル1本プラスみたいな感じの金額を用意してあります。で、この金額の差っていうのは、それぞれの方のお財布事情に合わせてもらえれば全然 OK ですよ。というふうに思ってますからね。ただ、人数的なところだけはやっぱ見ていて、特に今年は参議院選挙があるので、私自身どのくらいの支持率が自分を持ってるかっていうのを、知りたくなるわけです。で、知りたいと思った時に、客観的な情報として何があるかって言われたら、私の運営している YouTube チャンネルの登録者数と、動画についている、いわゆる高評価をしてくれてる数と、メンバーの人数みたいなところを見ながら、実際のところ私の支持率は支持率というか支持者数ですね。がどのくらいなのかなっていうのを、漠然と把握するっていう感じですね。オリポンさん、上川さん立候補まだということですけど、結論から言うと私はまだまだ若輩者すぎるなっていう状態ですね。というのも、先ほども述べたように3つの数字を挙げました。チャンネル登録者数で言えば、13万、今4000人だったかな。よいしょ。ちょっと待ってくださいね。人数はと。そうですね。今13万4000人ですね。ポチッと。で、13万4000人、もしもこれだけの人が、投票してくれたら、っていうのは確かにあるんですけれど、これはあくまでも日本全国にみんなが散らばっている状態なのでっていう、だからこそ私は参議院の全国比例をっていう話は以前から言ってるんですよね。結局これ衆議院じゃ絶対通らないんですよね。どこかの地域に限定しちゃってれば、絶対これだけの人が票は入れないわけですから。で、その上でやっぱり動画は見てるんだけど投票はせんぜっていう人もきっといるっていうか、いて当然だと思ってるので、そこで出てくるのが、例えば私の動画に平均してどのくらいの人数がいいね、高評価をしているかっていうのを見てるんですね。だいたいこれがですね、4000から5000ぐらいなんですよね。平均して数値としては。これは YouTube のコミュニティのっていうか、コミュニティというか管理画面の方で、あなたの動画はどのくらいの人が見ていますよ。チャンネル登録者数はこのぐらいのパーセンテージで見てますよとか、もしくはチャンネル登録者してるんだけど、それらの人たちが今回の動画は見てませんねとか、そういったことが一応管理画面には出てくるんですね。で、それで見てみると、13万人ぐらいの登録者がいて、私自身についてる支持者っていうのは、残念ながら今だと5000人以下、3000から4000人ぐらいっていうのがちょっと現状だなというふうに思ってます。で、さすがにですね、参議院選挙出ましたって言って、得票数が4000人ぐらいですってなったら、ちょっとね、それ出る意味あるのっていうのがちょっと正直なところですね、今のところは。とはいえですね、今だとやっぱり応援する人数が少ないですけど、じゃあどのくらいの人数になったら立候補するかっていう具体的な数値としては、チャンネル登録者数50万人ぐらいっていうのをちょっと一つ目標として私は持っています。で、なんでそのぐらいの人数かって考えているかっていうと、参議院の全国比例でもしも当選しようと思ったら、基本的に当選ラインっていうのは100万票というふうに言われています。
で、100万票を目指して、じゃあチャンネル登録者数100万目指したらいいんじゃないかっていうのは、まあ確かにあるんですけれども、実際問題チャンネル登録者数100万人レベルのこの政治系の話をしている人なんて、まあ、ほぼほぼまあ超トップクラスぐらいじゃないといないんですよね。まあそうやって考えると、チャンネル登録者数50万人ぐらいで、一人はまあ支持者がいるという前提で、誰かお一人誘っていただいてみたいな形で100万票を目指すっていうのが、まあ一つ目標になるんじゃないかなと思いますね。雨の中の熊さん、選挙資金はクラウドファンディングで集めるんですかっていうことですけれど、基本的には自前のお金で、まあ、最低限賄おうかなとは思ってるんですけれども、まあそうなると、参議院の比例代表に出た場合だと、まあ600万円ぐらいの供託金を納めて、その上で、ある一定票数まで満たないと、まあ全額没収ですよということになっちゃうので、まあこの600万円は私にとってはものすごく痛いということもあるので、ある程度の、まあ当選の見込みぐらいが出ないと、ちょっとチャレンジするのはきついなと。結局クラウドファンディング出るっていうので、例えば名前を売りなさいってまあ言う人も確かにいるんですけれども、名前を売るためだけに600万円はちょっと、それはなんていうかな、私の金銭感覚的にはちょっとなんか自分自身耐えられないなと思うんですよね。で、もしもクラウドファンディングやるんだったら、まあ600万円は私が自分で用意して、選挙運動資金として、まあ皆さんから、クラウドファンディングで集めて、集まった分だけ選挙運動にお金かけますよ、みたいなのがいいのかなっていう感じですね。で、その場合でも私が何をやるかって言ったら、基本的には街頭演説ではなくて YouTube のまあライブとかで、まあ話を結局選挙期間中もやるみたいな感じになっちゃうんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、それに広告じゃなくって、まあ、波及させる方へ、まあ、課金するみたいな感じでしょうかね。まあ、これが果たして選挙運動的にありな使い方とか、ちょっと具体的にはちょっと調べてないんで、実際にやるときになったら、その時は弁護士さんとお話をしながらっていうことにはなると思うんですけどね。まあ、まだそういった意味では具体的な話は進んでいないのが現状です。トモさん、メントスコーラとかスライム風呂とかやって登録者を増やす。確かにその手もあるんですよ。というのも、私は政治の話しか基本的にこのチャンネルではやってないんですけれども、逆にエンタメ系の人がチャンネル登録者数200万人、300万人あって、その人についてるファンっていうのはたくさんいるわけです。いつもそうやって何か見て面白いなっていうふうに見ていたものが、ある日そういった人が今の政治にはすごく問題があって、私はこういった問題に取り組みたいから選挙に立候補しますって言ったら、その人が何をやるかではなく、その人のファンの人たちがよし頑張れっていう形で投票する可能性があるんですね。その場合だと全く政治的な話をしてなかった人でも、まあチャンネル登録者数が200万人300万人ある人であれば、ストーンと当選する確率、まあ結構高いと思いますね。なんだかんだ言って実際に票を入れる人数が勝負ですからね。まあこのパターンで言うと東京都知事選挙であるとか、まあもしくは大阪の、大阪府知事か。府知事選挙みたいな形で知名度がものすごく高いと、まあそれによって実際の政治家経験があるかないかとか、どんな政治の考え、政策をしてるかじゃなくて、この人だったら頑張れるかもという形で投票する人たちいるんですよね。まあこのあたりの話は、まあなかなかね、人気とその政策に対する思いがあるかないかっていうのはちょっとまた別の話で、あとはみんながどう評価するかですからね。そこはなかなか難しいところです。オリポンさん、大阪府知事選にお願いします。まあそういうパターンもありますよね。別に東京都知事だけじゃないですからね。ただ私の言ってることってほぼほぼ地方行政の話はしてないっていうこともあるので、まあどこかの地域のこの行政のトップを目指すっていうのは
あんまり、応援してくれる人少ないんじゃないかなっていうのが思いますよね。今日の話というか、今日の書き込みで、選挙の話は、選挙絡みの話だと誰だったかな。109とっくりさんが選挙絡みで、年金受給者に対する5000円給付について、これはまさに選挙対策じゃないですかっていうのを書かれてますね。これはちょっと後でお話ししましょう。あとはどれかな。選挙絡みじゃないけれども、経済評論家、政治経済評論家と呼ばれるような人のツイートが出て、激おこですよっていうおもちパンダさんの書き込み。これなんかも、選挙絡みで、少しは令和新選組に影響があるかもというお話になってましたね。他には、選挙絡みはこんぐらいかな。よいしょ。よいしょ。よいしょ。そのぐらいかな。はいはい。まずは最初にちょっとこれ行きましょうか。109とっくりさんの書き込みで、上川さんこんばんは。はい、こんばんは。笹の笹やんも動画にしていましたが、年金受給者に対する5000円給付についてお伺いします。公明党絡みの選挙対策としか思えないのですが、上川さんはどうお考えでしょうということで、まずこの話題いきましょうかね。ちょっと冒頭の話が選挙の話だったので、それ絡みということで、どこだったかな。これ確か関連の記事を用意をしました。はい。関連のニュース記事、5000円給付仕切り直し、疑問噴出、増額論が浮上政府与党ということで、自民公明両党幹部が政府に申し入れた年金生活者への5000円程度の支給をめぐり、与党内で疑問の声が噴出しているという記事です。ちょっとね、内容としてはあるので、これを読み上げソフトを使って皆さんにまずは、共有しましょう。で、音量というか、どうしても以前の設定だとちょうどいい音量だったんだけど、今日はちょっと低いとか、低いじゃないや、大きい小さいっていうこともあるんで、読み上げソフト最初の時は、音量がちょうどいいかどうか皆さんちょっと、チャットに書き込みをよろしくお願いします。一昨年の10万円給付に比べて少額なことや、自民党では党内手続きを経なかった点が原因だ。速やかな実施のため2021年度予算の予備費を充てる想定だったが、増額論が浮上しているため与党が策定を求める追加経済対策の中で議論することになった。年金は新型コロナウイルス下で現役世代の賃金が低下したことに伴い、22年度は年額数千円下がる。5月分は6月15日が支給日で、その1週間後の22日に参院選の公示が見込まれている。公明党の石井啓一幹事長は18日の記者会見で、昨年以降の給付金の対象から外れた年金生活者がいると指摘し、ばらまきとの見方に反論した。複数の関係者によると、発案したのは自民党の茂木敏光幹事長だという。石井氏を誘って岸田文雄首相に申し入れた15日は、自公が参院選の相互推薦で基本合意した4日後、首相が両党間の隙間を認める状況だったことを受け、茂木氏には給付政策を好む公明党に配慮を示す思惑があったとみられる。だが、与党では不評だ。自民党の閣僚経験者は、低すぎる。1万円は必要だと増額を主張。配慮されたはずの公明党関係者は、5000円だけとはうちをバカにしているのかと憤り、同党内からは子育て世帯などに対象を広げるよう求める声が上がる。一方、自民党長老はばらまき批判を念頭に、恥ずかしい政策だと嘆いた。政策の立案・審査を担う自民党政調会は、首相と茂木氏らだけで決めるやり方は賢くない。幹部と強く反発。福田達夫総務会長、森山裕総務会長代行も不満を漏らしているという。ただ、野党は正面からの批判に及び腰だ。立憲民主党は17日に発表した文書で、ばらまきと言わざるを得ないとしつつ、年金の最低保障機能強化へ与野党協議を提案。同党幹部は、5000円もらったら誰でも嬉しい。選挙を考えたら否定するのはかなり難しいと語った。
松野博一官房長官は18日、自民党本部に高市早苗政調会長を訪ね、給付金は追加経済対策と合わせて検討すると伝えた。策定には与党の了承手続きが必要になる方向。参院幹部は5000円は一旦引っ込め、再検討されるとの見方を示し、財務省幹部は期待や対象を増やすのではないかと身構えた。というわけで、一般的なニュースとしては、この2人、ちょっと記事の写真小さいんですけれども、はい。茂木幹事長と公明党のこの2人が出てきて、このお話をしているよっていうところで、あーっていう、ため息が出る話ですよね。きっと公明党としては、実際の選挙になった時に皆さんのために、何千円とかもしくは何万円っていう給付が決まったのは我が党の申し入れがあって、それを自民党が受けましてみたいな話をして、私はみんなのためにやったんだよっていうことを言いたいんでしょうけれども、この件で言うとはっきり言って出すんであればその対象となるのが年金受給者っていうことで、なんで年金受給者なのっていうところがまず第一ポイントで、次に5000円なのっていうこの5000円ですよね。もうなんだったら事務経費費と、比較した場合において、それほとんど吸収されて無駄金が大量に生まれるんじゃないかな。だから効果もほとんどないんだけど、無駄なお金もたっぷり使って、なんか税金の使い道として間違ってるんじゃないのっていう、もういろんなポイントで一つ一つ突っ込みを入れられるような話なんですよね。そもそものお話で言うと、賃金が低下したことに伴い年金が下がりますよっていう話があって、それで言うと確かに年金受給者の少し減るよっていう話はそれ自体はわかるんですけれども、でも年金が出てくるお金そのものについて言えばものすごい巨額のお金がガーンと増えたり減ったりとかいう話じゃないですからね。例えば年金が、来年は 50% カットですとかなったら、それはなんとか補填しないととか思うわけですけれども、ほんの数パーセントっていうその上下幅の中においては、ある程度許容範囲だと思いますからね。それだったら、この年金受給者っていうのに限定せずに、より多くの働いている世代の人たちが今まさにコロナの影響で、仕事、特に収入面においてダメージを受けている人が多いんだから、そっちに対する、例えば減税政策っていうような形でやった方が基本的な効果は高いんじゃないのって言われてますよね。これ難しい話でもいろいろ経済学者はしてるんですけれども、基本的にはお金を配るっていう方法よりも、減税でその分だけっていう考え方で、例えば消費税を時限的に少し減らすであるとか、そういった方向の方が基本的には消費がアップするんじゃないっていう、私はそっちの方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。特にここからはですね、スタグフレーションと呼ばれるような、給料は上がらないんだけれども、もしくは下がるんだけれども、物価がガンガン上がって生活は苦しくなる状況っていうのが生まれてきますよっていうのが言われておるわけです。これは今のところ予想ではあるんですけれども、ほぼ 100% 当たるだろうと言われている状況です。やっぱり今日本の外を見たら圧倒的に物の値段が上がりやすい状況になっています。石炭の値段が上がったな、天然ガスの値段上がったな、原油の値段も上がったな、そしてコンテナ船の運賃だって上がってるな。ありとあらゆるものを動かすためのお金が上がってるし、エネルギー源の価格も上がってるんだから電気代も上がるし、なんていうことを考えたら日本国内で物流コストが上がりますねとかいう話は当然出てくるわけで、そういった形で一つ一つ玉突き現象で、あれが上がったんだからこれを次影響を受けてこれも上がります。A が値上がりしたら B が当然上がるし C も上がりますよっていう形で玉突き現象で物の値段があれもこれもそれも上がるっていう状態になりつつありますからね。これは外れない予想だと私は思っているので、それに対応して政府は前向きにそういったものに対策することが絶対必要だろうと。
値段が上がった後で対策しますよじゃなくて、ほぼほぼ当たるだろうって思われてるこの状況に対して、今から動かないと絶対間に合わないですからね。まあそれに対して、さあ5000円をっていう話をしてるんじゃ、なんか全然ねっていうところですよね。まあ一番わかりやすいのがガソリン税についてどう変えようかっていうか、かけてる税金をどれかでもいいから凍結することを考えないと、これからどんどん値上がりしますよ。ガソリン1リットルだっけ？まあ180円とか190円、200円、250円とか上がっていって、まあそれと同様に軽油も値段も上がりますよ。灯油の値段も上がりますよ。重油の値段も上がりますよ。ジェット燃料の、お値段もみんな上がってきますよなんていう話になったらもう目も当てられないようなことになりますからね。そういった意味では燃料にかかっている税金を下げるっていうのは、まあものすごく大事じゃないかなと思うんですよね。だからまあ見えないような形にはちょっとなってしまうんですけれども、そういうコストを上げてしまうものに対して税金を下げましょうっていうのが、ちょっとこれ急ぐべきだと思うんですけどね。で、そういった見えづらい、そういう減税政策について言うと、多分選挙対策にうまくならないって思ってるんでしょうね。これは自民党にしても公明党にしても。さあお金配ったよって言ったら、そのお金を配るっていうことを決めたのは私ですとか私の党ですって言った方が、まあやっぱり選挙にプラスになるっていう考え方があるんだと思いますね。実際の効果ではなくて、実際の票にどっちの方がつながるかっていう考え方。まあだからこそ選挙目当てだ。投票で自分を選んでもらうためのっていう、まあそういった批判が出るのは当然じゃろうっていうふうに私は思いますね。もう一キャットウェアカミングさん、固定資産税パスしたいですっていう、ちょっと固定資産税はなかなか難しいかなと思うんですけれども。エビ固めさん、岸田は謝罪文読まされた時点でもう顔がもう残念だなっていう感じですね。ミルクティーさん、近未来にワースト政権に数えられるだろう岸田政権。これ以上恥をさらす前に、早苗さんにかなってでっていうね。まあ自分からは絶対降りないでしょうと、まあ、私は思ってます。なんだかんだ言って総理大臣っていうのは自分でよしやめようと言える人と、周りの人にもうやめた方がいいよって言われて、そうかもう無理なのかって残念ながら渋々やめるみたいなタイプで言うと、まあ岸田さんは多分周りが何と言おうとも、いや私は別に今の状態でも、例えば選挙に大負けするであるとか、もう内閣不信任案が通っちゃったとか、もう決定的な何かがない限り、まあ総理大臣で居続けるんじゃないかなとちょっと思いますね。池田さん、近所の中華屋で、餃子サービス券やめました。ラーメンに餃子つけて 30% の値上がりしました。30% って結構ですよね。だって、まあ、例えば定食で1000円ですよっていうものがあって 30% 値上がりって言ったら、えって話になりますからね。もう明らかに値段が変わるっていう。孫中山さん、参議院選負けないかな。これね、私の見方というか私の予想では、このままだと参議院選で負けない可能性が強いなと思っています。で、なんでかっていうと、例えば今世界情勢のことを考えたときに、岸田さん関係のないことでいろんなことが起こってるわけじゃないですか。例えばロシアがウクライナに侵略してますよっていうこの話も、別に岸田さんがよしプーチンやれとか言ったわけじゃないですからね。そういった意味では周りの状況様々なものが起こっていて、その、まあ、災いっていうか悪影響っていうのを受けてるわけですけど、その対応が悪いっていう話についてのツッコミはみんなちょっと弱いなと思うんですよね。どうしてももっとでかい大きなニュースがずっと流れていて、それが日本政府と関係のないところで、話し合われているというか進行している関係で、どうしてもね、岸田政権に対するみんな批判が弱っちくなってるなーっていうのをちょっと思いますよね。そうですね。
ともさんが今対応しないから失点しないっていう話をされてますけれども、これもまたちょっと選挙戦術としてあるなと思うのは、今、岸田さんの口癖は一体何がありますかって言われたら、多分、検討しますっていう言葉が一番多くなっているんじゃないかなと思うんですね。で、この検討しますっていうのは何を意味しているかっていうと、今、余計なことをすると、参議院選挙に悪影響が出るかもしれないから、みんなにとって物議を醸すような、もしくは不評になるような政策については、参議院選挙の後に持っていって、逆に、みんなから受け入れやすいであろうものについては、今のうちにやっておこうっていう話ですよね。だから、何々を検討することを検討しますぐらいな感じで、検討の二重検討かみたいな感じで、物事が進まないっていうことがあるんですよね。で、進まないのは何かっていうと、進める気がないから検討しますっていう言い続けるっていうね。だからもう今からすでに選挙対策に入ってるっていうのがちょっとここ最近目立つんじゃないかなと思いますね。仮面7172さん。だから AI でいいんだわ、政治なんて。この経済政策だけで言うと、AI が高度になればなるほど人間よりも AI に任せちゃった方が早いんじゃないっていうのは、これから大きな、なんていうか政治テーマになってくるんじゃないかなと思いますね。どちらかというと AI が得意とするのはそういった血の通わない結果としてどっちの方がいいのかみたいなことを考えるときには、おそらくはそっちの方が強いだろうというふうに思われてますよね。だから人間はじゃあ何をするんかって言ったら、おそらく福祉政策にどのくらいの、お金を持ってくるかとか、法律の改正においてはどうしても人間の感覚が必要だからそっちの方の話かなっていうですね。そうですね。幸子塩田さん、遣唐使って言われてますね。そうですね。もう現代の遣唐使でございます。このまま検討しますで全部選挙の後に持ってこられたら、その間、私たちの国は何も進まないわけですからね。もう勘弁してくださいよっていう状態です。だから、何かをしないことによって非難をされないっていうね。これね、やっぱり、難しいっていうか、批判のしづらい方向というかやり方だなと思いますね。そういう意味では、岸田さんちょっと手強いなと私は思ってますね。だってものすごく露骨に失敗してくれたらもうみんながみんな批判できるわけじゃないですか。でも批判されないようにするためにどんどん検討でごまかして時間稼ぎしようっていうのはなかなか肝の据わったやり方だなとは思いますからね。小手先のやり方ではあるけれど、確かに逃げ切る準備体制に入ってるなっていうのは感じますからね。というわけで、109とっくりさんありがとうございます。年金受給者に対する5000円給付については、ほぼほぼ問題しかない。問題しかないって言うと変ですけれども、いいところあるかって言われたら、これの政策にいいところなんて一つも見えないですからね。基本的には選挙対策で持ってきてるだけっていうふうに私も思ってますね。同じような話で選挙絡みで、誰のを紹介したっけな。ちょっと待ってね。マンボウの話も出てますね。これも選挙絡みでちょっと言えるかなっていうのがありますよね。地上のマンボウはまだまだ闊歩しているのでしょうか。まん延防止の話と、実際に海にいるマンボウが陸に上がっちゃってるぜっていうところで、ちょっとかけたお話なんですけれども、ほぼほぼ今新型コロナウイルスのいわゆる感染のピークがもう終わって、今は少しずつ緩やかに、感染は収束へと向かっています。ただし以前の株に比べるとオミクロン株っていうのは感染力が強い関係で、これまでのかかっていない人がかかる。だけどっていう形でガツンといきなり崖のように感染が収束するわけではなくって、本当に高い山からゆっくりとなだらかに、稜線を伝って降りてきますよっていう形なので、そういった意味ではなかなか、例えば感染者数が、先週は
5000人ですけど、今週はなんと500人ですみたいなことにはちょっとならないというところですよね。ただし重症者の数の推移を見ていくと、もう明らかにピークは過ぎ去っているので、まん延防止についてはもうさっさとやめろよという話ですね。ただしオミクロン株は重症者数が少なかったということもあって、基本的には私はもっと前にこのまん延防止はやめるべきだったと思ってますし、また飲食店にやたらめったらガツンガツン言ってましたけれども、もう少し前から、いや別に飲食店にそんなことをやってもやらなくてもほぼ変わらないよっていうデータなんかも出てきているので、このまん延防止のそのやり方についてもその中身問題ありとは言われてましたよね。この後変異株さらにパワーアップしたものが出てきたとしても、このまん延防止っていうこの政策についてはやはりあんまり意味がないよねっていうのを前提にしてやり方を変えないと、特定の業種狙い撃ちっていうのはやっぱりおかしいですね。このあたりはちょっと直してほしいところでございます。選挙絡みで言うと、ようやくみんなの関心が新型コロナから外れたなっていうのを見越した上で、岸田政権はこのまん延防止をどんどんやめる方向へとようやく舵を切ったって感じですね。で、これに関連してなんですけれども、新型コロナのこの対策の一つとして海外からやってくる留学生について基本的には随分長い間せき止めていたんですけれども、さあこれを、取っ払いますよっていうのをここ最近言ったんですよね。その取っ払い方っていうのがいきなり急激すぎて、結局やってくるのが中国人留学生はさーっとやってくるぞっていう、もうそういった記事がすでに今も出ている状態なんで、結局受け入れる側の留学生制度の問題点について何の改正もしないまままた再開するのっていうことで、この2年間何をしとったんだ国会はっていう話ですよね。留学生が来るときにその留学生がついたら結局税金の補助金がその地方自治体であるとか私学助成金みたいなところについてきて、結局そのお金を目当てにして中国の留学生がやたらめったら多いっていうこの状況ね。これ仕組み明らかにおかしいのに、ここ全然直してないまま、制度が再開されて海外留学生またやってきますよっていうね、もう本当におかしなことばっかりでございます。そうですね、今エビ固めさんが国の宝っていう、もう岸田さんの発言もおかしかったですよね。いや、日本人のまず大学生で多く困っている人がたくさんいるのに、その人たちに対する政策をきちんと整えないうちに、なんで海外留学生のそういった人たちに対するお金やたらと出てるのっていうね。もう税金のなんていうか使うときにバケツに例えるっていうことがありますけれども、本当海外からの留学生でちゃんと身にのなるっていう使い方ではなく、全然身にならないところでお金がもうバケツに穴が開いて横からブワーって出てるような状態ですよね。といったわけで、ここら辺ね、本当はもうちょっと大きな争点になかなかなりにくいところですけれども、もうちょっとみんなの、投票行動につながればなと思いますよね。よいしょ。あとは、選挙絡みの話はあるかな選挙絡みじゃないので、もういいでしょうね。ちょっとそのものについていきましょう。AGT さん、おはようございます。おはようっていう今は時間じゃないですけど、AGT さんが書き込んだ時間はおはようございますということで、はい、おはようございます。上川さん、皆さん、千葉県北西部は晴れてます。先日の地震大丈夫でしたか？さて、世界の指導者たちが頼りないと思います。プーチンさんや習近平はその極みですが、日本の岸田さんとアメリカのバイデンも頼りないです。トランプ安倍時代が懐かしいですね。皆さんどう感じがしていますかということで。ちょっとこれも選挙絡みといえば選挙絡みかなっていうところでしたけれど、まず前半部分で先日の地震大丈夫でしたかっていうところなんですけれども、東日本大震災以後においては一番強烈だったと言われるような地震がありました。震度6強ということもあって、私も画面で震度6強っていう文字面を見ただけでうって思いましたからね。何しろその上の震度7って言ったらもうほぼなんていうかな、青天井の状態になりますからね、震度7っていうのは。結局のところマグニチュードっていうのはエネルギーだから、
当然のように数値を見ればいいんですけれども、震度の場合だと7まで来ちゃうと、その後はもう、なんていうかな、どんな大きさであっても震度7っていうところでね。例えばもうものすごい地割れがバリバリ入って、高台のところの地面が大崩落していたとしても震度7だし、まあ人々にとってそんなことはないんだけれども、まあビルがぐらぐら揺れてるっていう、でも壊れなかった。でもそれでも震度7みたいな感じで。結構震度7っていうのは振れ幅が大きいんですよね。まあそういった意味ではその一歩手前の震度6っていうのは、大地震だなって思えるものだったわけです。まあただしですね、実際のところ亡くなった方は何名か出られたんですけれども、これはまあとてもまあ不幸なことではあるものの、震度6強っていうその最初の第一報からすると、まあかなり日本の被害は低減できているんじゃないかなと思いますね。少なくともこのクラスの地震がですね、例えば中国で起きましたよなんてなったらもうビルがバシャンバシャン ぶっ倒れる。そしてその後においては、これは手抜き工事だったんだなとか、おからコンクリートだったなとか、そういうのがいくらでも出てきますからね。まあそれに比べると、やっぱりここ最近できた家っていうのが、まあどうしてもまあ基本的には多いですから、東日本大震災でダメージを受けて、まあそれ以外に立っている家っていうのも多いわけですから、現在の耐震基準からすると震度6強に対してもかなりの家がまあ倒壊することはない状態になってきているわけです。よいしょ。で、日本の報道としてちょっと気になったのは、この大きな地震になって新幹線が脱線したっていうことがあったんですけれども、報じ方が2通りあったんですね。脱線するとは何たることだっていうパターンと、脱線で済んで、つまり完全な横倒しとかにならなかったのは対策をしたおかげだっていう、この2つの報道の仕方があって、まあ確かに一つの事実に対してどういう考え方をするかっていうのは、まあ人それぞれというか会社によっても異なるんですけれども、私は震度6強っていう強烈な地震に対して新幹線が、最初の初期振動を受けて、ブレーキかけて停止して、で、その後本震のガツンっていうのを受けて、まあ脱線してしまった。そこで止まったっていうのは、私は十分に対策はできてるんじゃないかなと思ってる方です。やっぱり地震っていうのはものすごいパワーなので、普通問題なくてもそういう異常時に対しての最低限のなんていうかな、減災機能が備わっていれば、私はちょっと許容するしかないんじゃないかなと思いますね。まあ少なくとも新幹線、まあ脱線はしましたけれど、それによって誰かが亡くなったとかいうことは全然なかったわけですからね。まあそういった意味では、まあちょっと報道の方は、なんていうか、ゼロリスクというか、何にもならないようにしなければならないっていうのはちょっと行き過ぎてるかなと思うんですけれどね。よいしょ。で、その後ですね、AGT さんの書き込みで、世界の指導者頼りないぜ問題ってやつです。まあこれははっきり言って本当に恐ろしいことですけれども、今、この人が頼りになるな的な、そんな指導者がいるわけじゃないので、まあ本当に、もうどこで何が起こるかわからんちゅう、まあそういった状態になっちゃってますよね。旧共産圏の、まあ、ロシアと中国だけが、まあ、ずっと独裁者が君臨し続けて、一方で民主主義体制っていうのはどうしても選挙によってコロコロと変わるっていうこともあるので、なかなかね、安定しないっていう。で、安定していない民主主義国と一方で独裁体制っていうのが続いている状態だと、どうしても独裁者の思いによってその国が動いてしまうと。その時にいわゆる合理的な考え方で動くのか合理的じゃないのかっていうところで言うと、まあ少なくともプーチン大統領のやっていることっていうのは私にとっては非合理的な、おそらくは感情に突き起こされている、まあ動きじゃないかなと思ってますね。だからはっきり言って論理的に考える指導者、独裁者っていうのが一番怖いんですよ。その場合だと、なんていうかな、理詰めで攻めてくるわけですから、まあはっきり言って、ロシアの場合だと天然資源がたくさん出るわけなので、それをもとにして経済的な強さを、まあ手に入れるっていうことも基本的には可能なはずなんですよ。
でも、資源大国の悪いところっていうのは、その資源によって金が入ってくるなっていうのを見込んで、その金を散財するパターンが多いんですよね。例えば中東の国なんかはもうずっと長い間産油国としてお金をガンガンと儲けてるわけじゃないですか。でもだからといって中東の国々がみんな豊かかっていうとそうじゃなくって、どちらかというと国家が豊かなんじゃなくって、一部の人たちであったりとか、まあみんな税金を免除するおかげで、そこに住んでいる人たちはまあ豊かなんだけれども、でも国家の力としてはものすごく低いなっていうパターンあるんですよね。で、一方でロシアについて言っても、原油、天然ガスでものすごいお金儲けてますよ。でもそのお金どこに消えたのって言ったら結局のところ軍事力の方に回ってますよと。よく私のチャンネルの動画の中で、ロシアの経済力っていうのは韓国程度の規模しかありませんよっていう話をします。で、韓国程度の規模の経済力しかないのに、世界でまさにトップクラスの核兵器保有国で、そして軍事力について言っても侮れないですよっていう、まあそういったことが言われる状態だったわけです。まあだからこそ私は大きな北朝鮮だっていう話もちょっとしてるんですけれども、独裁者にしてみると、そういう方向性を間違えるとああなっちゃうっていう感じですよね。軍事力ばっかりが肥大化して、結局はそれを使おうとしてしまうっていうね。だから民主主義体制だったら多分こうはならなかったろうと思うんですけどね。で、ロシアも一応選挙はあるんですけれども、ほぼほぼ不正選挙で成り立ってるっていう批判は、まあ、ずっと前からされている国なので、選挙があるイコール民主主義の国とはちょっと言えないんですよね。というわけで AGT さん、本当ね、ここ最近の世界の指導者頼りねえわというのも私も思いますね。で、結局のところ、まあ世界の指導者は私たちにとってはまあどうしようもないっていうのがあるんですけど、一方において日本の指導者っていうのは少なくとも選挙で変えることができるので、なんとかこの世論に対する影響力を高めたいなとちょっと私は思いますね。まあなかなかね、一人でできることっていうのは、まあそんなに大きなものではないので、本当にじわじわと、まあ私は改憲論者っていうこともあるので、なるべく多くの人たちに国防安全保障のためにも改憲をとか、まあそういったことで、賛同してくれる人が増えたらなぁとは思いますね。あとは、まあ、国内政治の話で言うと、おもちパンダさんもちょっとこの話されてますね。うん。超おまけコメントですっていうことで、おまけコメントっていうことは、ちょっと待ってね。おもちパンダさん他に書き込みしてるかな？ちょっと待ってね。あれなんか、おまけコメントって書いてあるから、なんか別の本命のコメントがあるかと思ったら、そういうわけじゃないのかな。よいしょ。OK。まあ行きましょう。朝からパンダは怒ってました。令和の応援している自称、政治経済評論家の方が、激おこですと。YouTuber のササヤンさんに先起こされ動画にされてしまったので詳しく書きませんが、一般人ならともかく少なくとも政党に関係する人物には言っていいことと悪いことがあります。一発の大人が配慮のないツイートを垂れ流す白のない愚かさに驚愕しました。SNS という気軽に発信できるツールがあるために愚かさなのかもしれません。もう怒り心頭です。詳しくはササのササヤンを見てください。プンスコっていうことですね。いいしょ。まあこちらの方の名前をですね、池延満作、ツイッターでよいしょ検索かけてもらえると。よいしょすぐに問題発言してますよっていうのが出てきますと。どこだったかなどこだったまあいろいろあるけれど、なんか関係ないのがちょっと出てるな。あ、これかなあった。この方が何を言ったかということで、ツイッター上では、ロシア軍にはまず大阪から上陸してほしいな。自分が大阪人だったら思わず解放軍がやってきたと喜んでしまうわ。反グローバリズムで国際連帯する思想という、もう何言ってんだこの人っていうことで、まあこれがまさに拡散されて、もう
ものすごいツッコミが入るっていうところから大炎上したという、まあそのようなもので、よいしょ。まあ怒るのも当然だなというところで。まず第一に、ロシア軍が日本に上陸するっていうその想定で、これを解放軍がやってきたっていう表現。もう何言ってんだろうっていう、ここも、まず全体としておかしい話ですよね。で、全体としておかしい話の上に、まず土地として、自分が大阪人だったらっていう、この過程もよくわからんのですが、大阪に上陸してほしいなっていうね。なんでそこを突然限定するのっていうの、これもまたちょっと意味不明なんですけれども、まあこれに背景としては、結局のところ今、大阪っていうのは維新がめちゃくちゃ強いですねと。で、この人は基本的に、令和の方の、いわゆるサポーターグループの方の人ですから、まあ維新が勢力をつけている大阪っていうのを目の敵にしている関係で、もうこんな維新が勢力を伸ばしている大阪なんて、っていうところで、もうロシア軍にやってきてもらって、解放してもらってっていう風になんかもうむちゃくちゃなんですよね、本当に。だからこうやって解説するのもちょっと意味不明になっちゃうっていうところですね。で、この人曰く結局のところ、まあ維新の政治っていうのが悪いから、こんなんだったらもうロシア軍に占領された方がいいわっていう、ちょっと私から言えば危険思想の人っていうしか見えないんですけどね。まあ基本的にはこの方は、なんていうかな、相手しないのが一番かなとは思うんですけどね。自称でついた上で、経済評論家であるとか、政治学者、政治ジャーナリストですよとか、まあそういった方はたくさんおられるんですけれども、結局のところ、この人を認めるか認めないか、つまり高評価するかしないかっていうのは私たちの方ですればいい話なので、私は自称政治評論家ですよ、経済評論家ですよって言っても、ふーんっていうところからスタートすればいいんですよ。で、その上で言ってることがこの人の話参考になるからならないかなっていう評価を下すと。で、その上で、この人の話全く聞く価値ねえわっていうのを思ったら、たとえ本人が自称だろうと何だろうと関係なく、もう一般人扱いするのが一番だというところですね。こういう人たちっていうのは結局のところ自称をつけてあたかも専門家を名乗っているんですけれども、基本的に自称専門家であろうとも評価としては一般人かそれ以下ぐらいしかないと思って私はいいんじゃないかなと思いますね。この方のアカウントの説明としては、令和初の政治経済評論家ですと書いてありますが、ここには括弧自称ですよっていうのを私たちはそこにつけておく必要があります。というのもですね、私も例えば政治系 YouTuber っていういわゆる肩書き的な分類はあるんですけれども、例えば私が自称軍事評論家ですとか、自称政治経済評論家ですとか名乗っても、自称だったら何でも自称できるんですよ。変な話ですけれども。でもみんなそれで、私がたとえ自称専門家ですよって言っても、いやいや、上川さんあなた別に専門家じゃないでしょっていう普通ツッコミ入るじゃないですか。でもこういう人っていうのは、そういうツッコミを入るっていうことを、基本的には気にしない人たちなんですよね。まあそのぐらいのなんていうか図太さみたいなのがあるわけですね。まああまり気にしない方が良いでしょう。よいしょ。というわけで、まあ、プンプン怒ってますよっていうパンダさん、ぜひとも怒りを鎮めてください。基本的には相手しないでいいそうですっていうところですね。まあ、本当ね、インターネット上には名前はある程度広がってるような人であっても、全く気にしないでいいパターンの、そういった人はたくさんいますからね。よいしょ。まあ、特に自称専門家の方たちはたくさんいますので、その人が本当の専門家かどうかっていうのは発言を、まあ自分で評価していこうというところですね。で、その上で専門家じゃねえなこいつっていうのが分かったら、ちょっと痛い人だなっていうね、まあそのぐらいの評価にしてあげればいいかなと思いますね。さて次行きましょうかね。ポチポチ。よいしょ。こたつねこさん行きましょうか。こたつねこさんは、今日は2つかな書き込みしてるのは。
待ってね。2つだな。ちょっとこっち先行きましょうか。ちょっと長めだなと思ったので読み込みしていきます。今月の23日にウクライナのゼレンスキー大統領が日本の議会にてオンライン演説があるのですが、前回米連邦議会で演説をした際に真珠湾攻撃や同時多発テロを例に出して訴えたそうです。しかし日本のツイッターでは真珠湾攻撃と 9.11 同時多発テロと一緒にしないでもらいたいや、日本の議会で演説させようとする意味に耳を疑うなど批判的なコメントも載ってました。さらに鳥越俊太郎も、所詮ウクライナも紛争の当事者だ、国民は許さないと的外れなことを言ってました。ゼレンスキー大統領のオンラインによる演説をどのように思われますか？上川さんの意見を聞かせてください。はい。というわけで、こたつねこさん書き込みありがとうございました。ゼレンスキー大統領が今、世界各国でオンライン演説というものを行っております。で、その中においてアメリカで行ったオンライン演説。これが真珠湾攻撃と 9.11 同時多発テロと、同列に並べていたことから、これが一つ物議を醸しておりますよと。で、これに関連しては、ちょっと待ってくださいね。どこかに記事を用意したので、鳥越さんあった。鳥越俊太郎氏。ゼレンスキー大統領の国会演説に猛反対。所詮紛争の当事者。国民は許さないという、この記事なんですけれども、こちら 13,417 とコメントはなかなか伸びておりまして、こちらの方をご紹介していきましょう。一体鳥越さんが何を言ったか。鳥越氏は、ウクライナ大統領が日本の国会でオンライン演説をするそうだ。紛争の一方の当事者の言い分を国権の最高機関たる国会を使っていいのか？国民の声も聞かずに、中国・台湾紛争でも台湾総統の演説を国会で流すのか？とツイート、ゼレンスキー大統領の国会演説に疑問を呈した。さらに、私はゼレンスキーに国会演説のチャンスを与えるのには反対する。どんなに美しい言葉を使っても、所詮紛争の一方当事者だ。台湾有事では台湾総統に国会でスピーチさせるのか？とも反対。紛争の当事者だ。何を言うかわからんね。国民は許さない。たとえ野党まで賛成してもだ。と持論を展開した。はい。というわけで、鳥越俊太郎さんがゼレンスキー大統領の国会演説に猛反対というお話をしております。ただしですね、この出てきている話としては、紛争の一方の当事者の言い分をっていうことなんですけれども、いや、これそもそも何か紛争ではなくて、ロシアによるウクライナ侵略っていう最初の前提があるので、被害者の意見を聞くか聞かないかっていう表現じゃないとおかしいんですよね。ちょっとそこは押さえておかないといけないです。で、それに加えてですね、中国台湾紛争でも台湾総統の演説を国会で流すのかっていう話をしているんですけれども、こちらもですね、中国台湾紛争っていうのは、台湾有事と呼ばれるものなんですけど、これもですね、別に台湾の、軍がですね、中国大陸に乗り込んでいって戦争になるんじゃなくって、中国の大陸にいる人民解放軍が台湾に攻め込むぞっていう話なんですよ。だから明らかに侵略される側なんですよね、台湾は。決して台湾の方からなんか中国大陸に打って出て戦争が始まるなんていう、そんなパターンを想定しているわけではありません。で、それを前提にした上で台湾総統の演説を流すか流さないかで言ったら、それ台湾総統の演説を国会で流すでしょうって私は思います。大体習近平国家主席はその時には言うことは決まってるわけです。これまでの中国共産党大会の中においても、台湾っていうのはあくまでも中国の中の一つの省に過ぎないんだけど、なんでか中央政府の言うことを聞かない連中に過ぎないっていう位置づけなんですよね。つまり台湾っていうのは中国の一部に過ぎないから国内問題だっていう話をしているわけです。だから国家間の戦争ではないっていう、理屈づけを行っています。習近平国家主席はですね。確かにそれで言ったら国連の加盟国に今は台湾はなっていない状態なので、その理論っていうのは成り立つと。でもそうでもあっても台湾に対して明らかに今は北京政府の
その支配と受けてない独立勢力でしょっていうのは明らかなので、私たちは台湾に対する攻撃っていうのは、それは侵略行為でしょっていう私たちは思って、台湾に対しては基本的には独立状態を、このまま維持するのがいいと考えているわけです。このあたりはもう習近平国家主席の歴史観と私たちの歴史観というのはもう真っ向から、相入れない状態になっているわけですね。だから実際に中国人民解放軍が台湾に対して攻撃を始めた、それは台湾総統の演説を流した上で、日本に何ができるのかっていうのをその時議論しなければならないし、そして今の世界情勢から言うと、そういった状況になったとしても全然おかしくないなっていう状況なので、今から少しずつ実際のところ何をできるかな、そして何をするためにはどんな法律を変えなきゃいけないかなとか、そういう具体的な話を本来はすべきという時ですね。で、ちょっと話は台湾有事の話に行きましたけれども、で、ゼレンスキー大統領がどんな話をしたかっていう話にちょっと戻りましょう。真珠湾攻撃と 9.11 は同列には、扱えませんよっていうのは、これはまさしくそうで、そもそも 9.11 同時多発テロっていうのは国家対国家ではなく、テロ組織によるアメリカ各地での同時多発テロだったわけです。一方によって真珠湾攻撃は何だかっていうと、国家対国家の戦いにおいて日本軍が軍事施設を狙って攻撃をしましたよっていうものなので、そもそもの成り立ちとして同列に扱うべきではないというのが基本的な考え方です。というのも、基本的な話として戦争っていうのは確かにやっちゃいけないことなんだけれども、でも戦争のルール上においては軍人対軍人、軍事施設を狙うっていうのはその戦闘の中における、なんていうか合法行為の範囲なんですね。何を言ってるんだって思われるかもしれないですけど、戦争っていうのは人殺しを、ある程度合法化する制度なわけです。その仕組みの中において、でもじゃあ誰を殺していいかと言ったら、職業軍人が職業軍人と戦って、殺す行為についてはそれは戦闘行為として認めますよっていう、そういう通常の平和の時とは違うルールが発生するわけですね。でも少なくともこれはテロ行為とは全く違うものですよっていうところです。だからここで同じようにして扱われると、いやーそれはウクライナのゼレンスキー大統領そこを一緒にしちゃダメですよっていう、この批判が出るのは仕方ないと思いますね。ただしここで言うなんていうかな、ゼレンスキー大統領何を目的にしてこの話をしたかっていうと、その国における国民感情として最も響くものは何なのかっていうのを分析した上で、この国にはこの話をした方がいい。例えば、イギリスの議会における演説においては、チャーチルの言葉を引っ張ってくる。というような形で、過去の事例を紐解くと、このことを言えば、イギリスの人たちにはとても響くだろうっていう演説をしたわけです。で、一方において、アメリカにおけるこのオンライン演説っていうのも、あなたたちにとって、アメリカ国民にとって最も響く言葉として、このリメンバーパールハーバー、真珠湾攻撃と、そして同時多発テロっていうのを持ってくることによって、あなたたちはこんな思いを持って戦争に引きずり込まれたんでしょう。そのことを私たちも同じようなことになっているんですよっていう形で、アメリカの国民感情に訴えたわけですね。で、なんでそのようにしてアメリカの国民感情に訴えたかっていうと、基本的には政治家はこの戦いにはなるべく距離を置きたいと思ってるんです。例えばバイデン大統領が実際に兵力を出すべきじゃないっていう話をしているのは、兵力を出して実際に戦闘を行ってしまうと核戦争の危険性がめちゃくちゃ上がるから、私たちは実際には参戦しませんよっていうことを言ってます。で、なんでそういったことを言えるかっていうと、アメリカの国民感情としても戦争は嫌だと。例えばこの後ウクライナに自分たちアメリカ軍が乗り込んでいて一緒に戦ってロシア軍を撃退しようぜっていう国民感情が盛り上がっているかといえば全く盛り上がってないんですよね。それはアメリカの世論調査によって明らかになっていると。ただしアメリカの国民はウクライナはこの不当な攻撃に対して戦っているんだからこれを応援すべきだっていう声はめちゃくちゃ大きいわけです。だからバイデン政権が軍需物資を
提供することに関しては民主党であろうと共和党の支持者であろうとそれはやるべきだという話をしてるんですよね。このあたりが結局のところアメリカの国民感情として物をいっぱい出すんだったらその物を出すのに寛容になってもらってっていうそこをやっぱりゼレンスキー大統領のオンライン演説というのは引き込もうとしたと。さあこの後問題なのはじゃあ日本で何を話をするかですよね。日本では23日夕方にゼレンスキー大統領のオンライン演説が、予定されているだろうというニュースが出ていたのでその時において日本に対してじゃあどんな言葉を投げかけるかですよね。少なくとも真珠湾攻撃の話を持ち出すことはないだろうとは思うんですよね。パターンとしては結局のところ北方領土を奪ってるのはロシアっていうこともあってそこの話を持ってくるのかなと。でその上で経済制裁にもっと積極的になってくれっていう話からして例えば今サハリン2と呼ばれるものがあるんですけれどもこれは日本の利権が持っていて天然ガスや、天然ガスだけだったかな、まあ石油の方はちょっとわからないんですけれども天然ガスを今ロシアから全体からすると 10% 程度は依存しているということもあってこの経済的な意味で言うとそこちょっと切ってくれないという話をするんじゃないかなっていうところですよね。これはですねドイツで行った時のオンライン演説においてドイツはロシアに対する天然ガスの依存度めちゃくちゃ高いと。でそのことに対してウクライナがいやこういうのはやめてくれないかねっていう話をしたらいやドイツ経済にとってはとっても大事だからこれはやめられないよ経済が大事だよみたいな形で、ロシア依存はやめる気がないと以前言われてしまったということを、批判しまくってドイツの人たちにしてみたらもう耳が痛えわっていうような感じでこれもですね先ほども言ったような真珠湾攻撃の話が出てきて日本の人たちの中からもうウクライナの応援する気なくなったわっていうのと同じようにドイツの人たちもいやそれは確かにロシア依存めちゃくちゃしていたけれどそれをウクライナの今ゼレンスキー大統領に言われるとなんか応援する気なくなったわっていうパターンに陥るそういう人も同じようにいますよっていうところですよね。ただしですね全体構造から言えば別にウクライナがロシアから侵略されている事実そのものについては変わらないしそしてこのことに関して例えばロシア側に立ってしまうと軍事力によってどこかの国攻めていいのっていう話になってしまうのでそこは原則論としてどっちかっていうとロシアが絶対的な悪であることに変わりはないってこの部分だけはちょっと押さえておかないといけないと。だからゼレンスキー大統領に何を言うべきかっていうと先ほど述べたように日本の歴史の部分真珠湾攻撃っていうのはあくまでも軍事的な戦争の上で、ある意味合法的な手段で行われたものですよっていう部分についてレクチャーした上でこの部分についてちょっと日本に対してはなんていうかなアメリカで行った演説の時にこの話を持ち出しましたけれどその後、皆さんからの声を受けてこういうふうな、誤解があったみたいな形で少し一言付け加えてもらえるとおそらくは日本での演説をすっきり聞ける人が増えるんじゃないかなと思いますね。基本的に日本人も例えばウクライナの歴史にめちゃくちゃ詳しいかって言われると残念ながらほとんどの人は詳しくないわけです。例えばウクライナにおいてネオジャンチの人がいますよであるとかナチスに協力した人たちがいますよっていうとゾッとするっていう風な感想を持つ人が多いと思うんですけれども第二次世界大戦当時におけるこの社会情勢上においては共産主義に対するアンチっていう人たちもたくさんいてソ連に支配されているウクライナの現状良くないって思っている人たちの中にはナチスヒトラーの進軍によってようやく私たちは共産主義から解放されるんだっていう思いからナチスヒトラーに協力した人たちというのもいるんですよね。このあたりの歴史っていうのをちょっと紐解いていくと話は複雑になってしまうんですけれどもだから私たちが一概的に全てが悪だと思っているものであってもより大きな悪というものが存在した場合においてはちょっと違う光景も存在しますよっていうねそこら辺もちょっと押さえておきたいポイントですよね。何しろネオナチって言っても別にロシアの方にもいるしなんだったら今のドイツにもいるしアメリカにもいるしなんだったら日本にもいますけれどもじゃあそれがとてもなんていうかな一部分が全体がそうかっていうとちょっとそこは違う部分だしなっていうのは思いますよね。
まあ、というわけでオンライン演説、まあ、この後来週予定されている、来週だっけ？来週だな。来週予定されているので、まあ、そこで何を言うかっていうのはこれから注目ですね。基本的にこの真珠湾攻撃っていう話を持ち出したことによってゼレンスキー大統領に対する不信感を持った人っていうのが増えたと言われている状況なので、さあこの後演説の効果が出るか出ないか、何を言うかっていうのがまさに日本の国民世論にもちょっと影響を与えるのは間違いないというふうに思いますね。よいしょ。ポチッとな。無双家まこさん、ネオナチって世界中の国々にいるし、そうなんですよね。絶滅したって思ってる人が、まあ、もしもいるとしたら、それはむしろ、なんていうかな、そっちの方が現実と違うんですよね。どんなにものすごい反社会的な考え方であっても、まあ、世界中になんだかんだ言ってそれなりにちょこちょこいるんですよね。仮面7171さん、日本はナチスドイツと手を結んだことにより戦争の大義を失ってしまった。これは、大きい話として言うと、明らかに情勢判断を誤ったっていうのはありますよね、日本の。日本国内においては外務省を中心にして、これはナチスドイツすげえパワーでこの後ヨーロッパを席巻するかもしれんみたいな人たちがいて、でも一方において日本国内の政府内においても、いやいやヒトラーは別に信用できんだろうっていう一派がいたんだけど、結局押し切られて日独伊三独同盟に突き進んでしまった。で一旦同盟を結んでしまうと、もうこれをやめるわけにはいかないっていう方向になってしまってっていうね。ここら辺からものすごいなんていうか暗転するというか、外交でなんとか盛り返そうとしても、でもあんたたち日独伊三独同盟取ってんでしょって言われたら、そこで話がストーンって終わっちゃうっていうね。ZBV さん、スターリンの方がひどいと思うけど、基本的に多くの人々を死に追いやったという意味で、最悪の独裁者3人を挙げなさいって言ったら、1位はスターリンで、2位は毛沢東で、3位が、有名っていう意味においてはヒトラー。でも実際の人数的に言うとポルポトの凶悪さを忘れてはいけないっていう、ちょっとね、そこが世界的にポルポトは有名さで言うとヒトラーにはちょっと劣るんですけれど、その被害の及ばし方の凄まじさっていう意味ではちょっとね、ロシアにしても中国にしてもそうなんですけど、被害者数は何千万人単位にはなるんですけれども、でもそもそもの人口が何億人っていうところからのっていう話があるんですけど、ポルポトの場合だと人口がそんな1億人とかいないような国において何百万人っていう世界ですかね。あれは本当にその凶悪レベルは高いんですけど、なかなかね、一地域の話じゃないかっていう感じで、なかなか世界的にはその悪辣さが有名ではないっていうところですよね。山下秀樹さん、スーパーチャットありがとうございます。おやつ代にということですね。もう2000円もあったらケーキの1つ2つ、もうホールで安いのだったら買えますということでありがとうございます。まあその当時の話で言うと、慶太郎さんが昭和天皇は反対していたっていうことですけど、昭和天皇っていうのは結局のところですね、その当時においても、その内閣の人たちは確かに話は聞くんだけれども、だからといって結局のところ聞かないっていうね、ことがあるんですよね。天皇陛下が、いや、そんなことをしちゃダメだろうっていうのを思っていて、本当にいいのか、それでいけるのかって聞いた時も、結局のところ、いけると思います、やれると思います、みたいな感じで押し切っちゃうんですよね。まあでもこれは制度上なんていうかな、天皇陛下がいわゆる自分の申請を行えるわけではなかったので、これはちょっと仕方ない部分なんです。とにかく政府の無能さというか、明らかに情報の分析間違ってますよっていうのはありますよね。でも当時のことを考えると、ベルリンからこれはドイツはとても信用できる国じゃないよっていう情報が上がってるのに、なぜか日本の
本国にその情報が伝わると、いや、あいつは全然情勢が見えてねえわって言って、なぜか現地の情報を無視して本国の意見を優先するとかいうね、何やってんだこの組織みたいな話がいっぱい出てきますからね。よいしょ。そうなんですよね。だから当時から別に天皇陛下に実権があったわけではないですからね。だから天皇陛下が反対していたっていうのは、まあおそらくは事実だと思います。思うんだけれども、だからといって政治権力があるわけではなかったので、天皇陛下に全責任を負わせるのもおかしいなっていう話につながってくるところですよね、そこは。まあ戦後天皇陛下に責任があるんだっていう人たちは、まあ確かにいたんですけれども、でも実際の政治を行っていたのは明らかに政府の側ですからね。で、その政府の中において問題だったのが、軍部とのいわゆるどれだけ統制できていたのかっていう問題へとつながってくるんですね。このあたりは日本にとっては非常に痛いところで、軍部の暴走がって言われるのはどこからスタートしてるかっていうと、別に第二次世界大戦とかいう話じゃなくても、その前の日中戦争の頃から関東軍がいかにして政府の統制が取れていなかったか、現場の暴走というより関東軍のその現地におけるいわゆる独裁状態になっていたっていう、まあ、ここから話はスタートしちゃうんですよね。まあ、ちょっと話が飛び飛びになってしまったので、まあ話が散らばるということもあって、まあこの辺りにしときましょうか。よいしょ。孫京さんの書き込みご紹介しましょう。まあこれは文章としては3行しかないので読みましょうかね。悪行を尽くす悪代官、ベラルーシを傍観する越後や中国の今後の予測。お主も悪よの越後や、いえいえお代官様ほどでも、と、仲良く悪行を尽くしていた両国でしたが、その後の越後屋国中国の情勢が気になりますので、上川さんのお考えをお聞かせください。ということですね。ありがとうございます。それに対して、隠密の声、お代官様、越後屋さん、遠くから領地、米を奪おうとする輩が迫っています。注意されますよう。宋雲京さん、悪代官も越後屋も、たちが悪いですが、もう一つ厄介な太鼓持ちもなんとかしなければということですね。まあこのあたりは、なんていうかな、自分の中で声優さんを当ててください。基本的にはですね、ベラルーシっていう国はロシアとべったりっていうこともあるんですけれども、ベラルーシの国民の中においては現在のルカシェンコ大統領に対して、こんな独裁者いらねえっていう声はまあ出ているんですよね。ただしそれがうまく、なんていうかな、政権を打倒するとこまでは達していないっていう状態です。これはなんだかんだ言って独裁者には軍部がついていて、しかもその後ろにはロシア軍がついてきてっていう形にはなっているので、まあそのあたりのことを、まあ大事なんじゃないかなと。仮面7172さん、ベラルーシじゃないよ。これベラルーシのことじゃないんですか？別の国か。なんか別の国のことなの。ちょっと私の勘違いですかね。じゃあ何か。よいしょ。あと他に行きましょうかね。桜島俊さんも、こちらもゼレンスキー大統領の話ですね。よいしょ。ハートをつけて。ウクライナのゼレンスキー大統領の国会演説が決まりました。よくここまで持ちこたえていることを称賛します。しかしながらここに来て彼の演説内容に不安もあります。アメリカ向けにリメンバーパールハーバー、韓国向けに独立運動の称賛とドイツに対する非難、日本に対する航空データの要求と図に載っていると思わす発言です。彼は政治には素人、彼の周囲もアピールはうまいけど疑問もあります。しかし今の問題はロシアの脅威、それを利用する中国の侵略防止にはウクライナの頑張りは必要です。彼の日本に対する歴史認識の誤りは、対外に日本の立場を発信しない日本政府と外務省の責任です。彼が日本認識を誤るのは当然です。日本人にも同じ意見の人や党が、マスコミがあるのだから。もう一つ、昨日東京新聞が自民党保安調査会が核共有は日本に馴染まないから議論を当面見送り決定と発信しました。ところが長尾元衆議院議員が確認したところフェイクニュースでした。
自民党から否定をしたいのが問題ですということですね。まず前半部分なんですけれども、先ほども述べたように、ゼレンスキー大統領は別に日本の歴史を深く知っている人ではないので、あくまでも、なんていうかな、表面上知ってるっていう前提で考えた方がいいと思います。で、そういった意味において、彼が何をしようとしているかっていうと、それぞれの国でそれぞれの国の国民に対して感情をなんとか引っ張ってきて、論理的ではなく感情的になんとかうちになびいてくれよっていうところからそれぞれの国向けの発言をしていると。で、そうなると、その国の人には響いても、その周りの国っていう風になってくると、それは話別だよっていうツッコミのポイントが出てくるんですよね。例えば韓国向けの独立運動の賞賛とっていうところも結局のところ、なんとか表面的に捉えてる話ですよね。実態がどうかと離れた話です。例えば日本の、韓国というか朝鮮半島の統治っていうのは基本的には世界各国の認めるいわゆる合法的なちゃんとした手段を用いて、段階を追ってやってるわけです。何か非合法手段を用いて、侵略をしたとかそういったわけではないんですね。だからここがいわゆる実態といわゆるなんていうか韓国側の主張している私たちは、ものすごい悪辣な手を取られて無理やりやられたんだみたいな主張との現実との差ですよね。いわゆる政治宣伝工作的な、論と、でも実際はちゃんとその当時においてはみんな、認める手段でちゃんとやったんですよっていう、これが事実ですからね。このことをウクライナの人が知ってるか知らないかで言ったら、まあ知らなくても別にそれは仕方ないかなと思います。というのも日本においてもこの論っていうのは韓国側の意見ばっかり聞いていて、おいおい日本人なのに、なんか日本が強引になんか、攻め込んで侵略して無茶苦茶にして、暴力的に押さえつけて統治したんだみたいに思い込んでる人もまあたくさんいますからね。なのでこのあたりについてはまあ戦争が終わるまでになんとかその時間を持ってもらえたらいいけど、そんな暇ないだろうなっていうのもちょっと思うんですよね。で、日本に対する航空データの要求、航空データだったかちょっとわかんないですけど、確か人工衛星による偵察衛星の情報なんかについてなるべくだったら日本に供与してくださいよっていう話をしてましたね。このあたりアメリカからのデータ共有っていうのがなかったのかなっていうのはちょっと私は疑問に思ってしまったので、日本に対してその情報を求めなくてもいいんじゃないっていうのはちょっと思いますよね。よいしょ。まあ民間っていうかな、その民間企業レベルの情報提供だったらまあいいかなと思うんですけどね。確か今日本の持っている情報偵察衛星の中には民間企業やもしくは研究機関の求めに応じてある程度ものについては、提供するよっていうまあそうした動きもあるので、全面的に全て使うことは許すわけじゃないと。まあ許可されたところには許可できる範囲での情報を出しますよっていうのをやってるので、まあそうした意味では支援するのもやぶさかではないっていうところですよね。で、なんでそのようにして許可して、そして、出しているかっていうと、まあ当然のように偵察衛星のその能力っていうのは最大限発揮すれば当然のようにものすごいところまで見えるわけです。地表まあ1メートルぐらいのレベルまで解像度を上げて見られますよなんていうそのぐらいのレベルの話を例えばまあ外に持ってかれるとふむ日本の偵察衛星はそのくらいの能力があるのかみたいに思われちゃうと。じゃなくっていわゆる一般的な民間の、情報衛星なんかが撮ってくるような写真と同じぐらいのレベルまで下げたら、別にまあまあいいんじゃないっていうことですよね。まあこのあたりはね、どこまで出すかっていう話で言うと、民間の偵察衛星レベルまで下げておけば、まあまあそこまで大きな問題にはならないと思うんですけどね。まあ日本のできる範囲の話ですから。まあただしそれ以上にまあアメリカからの情報がどれだけ入ってるのかっていうところはちょっとね気になるなと。よいしょ。まあ何してもこの後中国はどのくらい
この今の戦いに加わってくるかですよね。今のところ自分たちは高みの見物っていう感じにはなってはいるんですけれども、この後中国がね、ロシアにめちゃくちゃ加担してしまうと一気に情勢が動いてしまうので、ここが気になるところでございます。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ポチッとな。キャットウェルカミングさん。暗い話題多いので、この辺で変わったお題目として、上川さんは死後の世界はあると信じますか？ちなみに私はあると思っています。でなければこの世でやりたい放題やったものが地になってしまうから。おもちパンダさんはこれに対して、パンダもあると思うけど生まれ変わるのは勘弁。優しい両親のもとならいいけど、虐待するクズのもとにうっかり生まれちゃったら嫌だもん。あと、パヨク一家に生まれるのも罰ゲーということで。まあ確かにね、これ、まあ一つ明るい話題かどうかはちょっとわかんないんですけれども、死後の世界は私はあった方がいいと思ってる方ですね。全くないっていう世界はなんていうか、無に帰るわけですよね。何もないっていうことは。でも無に帰るってことは、やっぱりね、生きていく上でその心の支えとしてものすごくなんていうか物足りないものなんですよね。例えば人間は何のために生きるのかみたいな考え方をしたときに、死後の世界があって、そして自分の人生が、次の生何かにつながるって思った方が基本的には人生はよりよく生きれる可能性があるんですよねと私は思ってます。どうせ自分が死んでも無に帰るだけだから何やってもいいわみたいなそういう考え方をちょっと悪い方向に考えられる人、出てくることを考えるとね、やっぱり心の安定のためにもある程度あなたの人生っていうのはこの肉体で終わったとしてもその次あると思った方がいいよっていうような抑制になるんじゃないかなっていうところですよね。で、その行き先としておもちパンダさんはもう生まれ変わるのは嫌だ、いわゆる天国と地獄みたいな感じで、私はいいことをしたんだから天国行きたいなっていうパターンで、お話をされてると思うんですけど、この考え方っていうのはパターンがあって、例えば、私たちは死んだ後天国地獄っていう考え方になりがちですけれども、それ以外にも、バルファラと呼ばれるようなところで、私たちは天に召されてその後も戦い続けるんだ、そして最終戦争ラグナロクの時にはみたいな感じで、死後の世界はあるんだけど輪廻転生はせずにそこで終わるっていうパターンもあるわけですよね。でも仏教的に言うと基本的にはお釈迦様というか、ゴーダマ・シッタルートはそのような世界について特に語ってはいないと言われていたような気がしますね。どっちかっていうと後の創造的な部分が入ってきているっていうところで、人生っていうのはいろいろありますけれど、何にしてもですね、輪廻転生あった方がどっちかというと、続くという意味においてはいいんじゃないかなと思いますけどね。野山トトさん、次はミミズとか嫌だなっていう確かにね、ここで非常に重要なんですけれども、魂の入れ先っていうのが結局のところ人間から人間になる確率っていうのは、確率論的に言うとほぼないだろうと言われてるんですよね。というのは地球だけに限定して考えてみてもほぼほぼ虫の方が圧倒的に多いんですよね。だからアリになりますっていう確率めちゃくちゃ高いなとかね、あるんですよね。でもちろんそんなこと言ったら微生物もっと多いじゃねえかっていう問題もあるんですよね。ただしここには一つの考え方として、アリの時にはアリのように考え、そして蜂の時には蜂のように考え、牛に生まれたら牛のように考え、そして人間に生まれたら人間としての考えになるという考え方があるので、たとえ自分が次ミミズに生まれたとしても、俺ミミズに生まれてなんか不幸だなって思うことは基本的にはないだろうという考え方があります。人間だって子供の時には子供のようによく考えるものでございますから、たとえ次が、何かの虫であったとしても、そのことについて自分自身不幸に思うことはきっとないだろうと思われますね。HC さん、地球になりたい。地球になるのはもうちょっと順番的に無理かなと思うので、そこはちょっと諦めていただいて、もう先着1名でございますので、惑星は。
まあそれで言ったら人間っていうのは何かを擬人化する生き物なので、例えば太陽について言っても太陽神はまあたくさんいるわけなんですけど、まあ実質的に魂の入れ物として考えた場合においては、やはりこれも先着1名様になっております。まあこの後自分がどこかの星になりたいなと思ったら、まあこの後生まれるどこかの星にということで、まあでも長い人生になるのでね、そこをいいと思うか悪いと思うかは人それぞれということでございます。まあというわけで、ちょっと全く違う話題も一応全然 OK でございますので、そこは気にせずしてください。ただし私のこの考え方っていうのはまあ人によってはとてもじゃないけど受け付けんわっていう方もおられると思うので、そこはちょっとね、ご遠慮じゃご了承くださいですね。そうですね。まあ何しろここの話っていうのは、例えばキリスト教徒の人にしてみたら、神川さんあなた何言ってるんですかって話になるし、もしくはイスラム教徒にしてみれば、ヒンズー教徒の人にしてみればみたいな形で、それぞれの、宗教観によって全くこの死後の世界、そして今の生きてるその考え方、神様との関係なんかについては、それぞれ全く考え方が異なっていて、共通する部分がないこともたくさんあるんですね。だから私のしている話っていうのはどちらかというと、そういった一神教の神のもとのそういった聖書とかに比べると全く相入れないものになっているということはちょっとご了承ください。ちなみに私はどこか特定の宗教には全く、入っている人ではありません。どっちかっていうと、八百万の神様いますでしょうって言っても、もう全然ありでしょっていう方向なので、どこか特定の宗教とか特定の神様に、信仰することはほぼないだろうなと思いますね。暁 WYZ さん、書き込みご紹介しましょう。ちょっと長いかな。よし、ここは読み上げソフトで。ご無沙汰しております。チャットには参加していませんが、いつも拝見させていただいています。いつものことなので話に挙げるのは避けたいのですが、警告絡みの質問です。他方面から戦後賠償や請求権協定で解決したと話を聞き、私も今までその認識でおりました。それなのに警告は履行されていないだとか、なんだかんだいいでして何もなかったかのように日本に要求してきます。過去に日本と警告で結んだ条文を公表すれば良いだけのように思えますが、そういった記事は見かけません。どうしてでしょうか。機密文書扱いでまだ公開できる期間では何ですかね。ということで、暁さん、書き込みありがとうございます。韓国との話なんですけれども、基本的には約束事というものは、公開されている文書っていうのはあったと思うんですけれども、もちろん、機密扱いで公開されない部分も当然あるので、そこはちょっと切り分けないといけないんですよね。ちゃんと公開されている部分について言えば、私たちはこういったところで、合意文書を作りましたよ、発表しましたよっていうものがあって、それをもとにして私たちは、韓国との間には不可逆的な形で、合意をして問題はもう片付きましたね。ちゃんちゃんだったんだけど、ちゃぶ台返しをしたのは韓国っていう、これが事実なわけです。だから日本としては基本的にはちゃぶ台返しするのはなしでしょっていうところから、韓国あなたの言っていることの方がおかしいでしょっていうこの原則論を絶対変えちゃいけないっていうのが日本と韓国との関係ですよね。結局韓国の方はこういった話をすると、前の政権がなんて言おうと関係ねえよ。俺は今の政権の大統領なんだぞ。今自分がこう思うんだから過去のことなんか関係ねえわっていうような話をするから、日本としては、いやいや政権が変わるたびに毎回この話するのかよっていうツッコミからして、いやいやそれは韓国さんあなたの方がやっぱりおかしいとしか言いようがないですよっていう話を毎回することになるわけです。で、その度に韓国側は日本の方がおかしいっていう逆ギレして、こじれて、で、日本の方がなんか悪いものだっていうみたいな話をすると。で、恐ろしいのはそうした韓国側の方が明らかに最初から最後までおかしいことを言ってるのに、日本の報道機関の中には、なぜ日本政府は韓国の言うことを真剣に耳を傾けないんだみたいな形で、なんで日本政府の方を悪者にされてるのっていう、日本の報道の中にもおかしいな人が出てくると。
で、日本のそのおかしな報道を見て、ああ、やっぱり日本政府は外交関係にむちゃくちゃなことをやってるんだな。本当に今の政権はひどい政権だ、みたいなことを言い出す人が出てきて、で、それにいいね、いいね、拡散、拡散、みたいなことをする人たちがいるっていうね。もうなんかむちゃくちゃなことが起こっちゃうんですね。ただし、日本政府はそうした日本国内にそうしたおかしい人がいるっていうのを前提にした上で、でも毅然と、でもなんだかんだどんなに文句言われたっておかしいのはあなたたちですよ。あなたたちがおかしいんだからこれを是正するまでは一切交渉のテーブルにつくことはできませんよっていうのを別に100年でも200年でも言い続けるしかないんだと思いますね。だからこの点について言えば本当に我慢比べですよね。おかしいのは言ってるのはあっちなんだから。なんで日本の方が譲歩するとか手土産持っていけとかいう話になるんだっていうとこですね。このとこが毎回のように言い続けなければならないことでございます。よいしょ。セブンさん。ちょっと行きましょう。まあ短いんですけれども。上川さんこんばんは。はい、こんばんは。質問です。ロシアに死の手って本当にあるのでしょうか。また今回の戦争でロシアによる小型核ミサイルは戦況次第で使用される可能性はあるのでしょうかということですね。で、このロシアの死の手と呼ばれるものなんですけれども、まずはこれ検索しましょう。さあ、Google 先生。はいと。死の手について検索された時の一番最初に出てくる記事がこちら。プーチン大統領が暗殺されたら即発射になるのか、ロシア核報復システムの危ない実態という記事が出てきております。で、この中において死の手とは何か、人為的な操作をせずとも自動的に核を敵に浴びせられる自動制御システムです。冷戦中の1985年、敵国からの核攻撃を想定した旧ソ連軍が確実に報復攻撃を行えるようにするために運用が始まりましたという説明がされております。まあ基本的にはですね、これありかなしかで言ったら、まあ多分あるんだろうなと私は思ってます。別に私現物を見てきたわけじゃないんで、お前証拠あるのかって突っ込まれたらちょっと困るんですけれども、でも概念的に言えばないと思う方がおかしいかなと。特に旧ソ連とアメリカとの冷戦時代っていうのは双方に核兵器があって、しかも実際に使うかもしれないっていうぐらいに、基本的には緊張関係が高まったこともあるので、その時において大事なのは、もしも核のボタンを押す人に何か起こって、でもそんな時にもしも一方的に攻撃を受けたら自分たちは報復できない間に完全に滅ぼされるかもしれないと思ったとしても何の不思議もないわけです。で、そうなった時に人の手を介在しない形で報復するためのシステムを整えようというのを、ソ連側が思ったとしても別に私は何か不自然なことではないと思っていて、むしろそういった危機に対応するための極限状態として報復システムを構築したっていうこの話が出てきても、あったとしても何の不思議もないよなっていう私は思ってます。そういった意味ではこの、書き込みに対しては死の手はある可能性極めて高しというところですよね。で、ないと想定するよりもあると想定した方が基本的にはいいんじゃないかなと思ってますね。何しろ対策として考えた場合、そんなもの存在しないわっていう前提にすると、大抵なんていうか、対策が足りなすぎるかなと思うし、過度に恐れる必要はないとは思うんですけれども、でも想定してあるものと思った方が、基本的な対策にはなるんじゃないかなと思いますけどね。さて、今回の戦争でロシアによる小型核ミサイル、こちら戦況次第で使用される可能性はあるかどうかなんですけど、私は基本的にはあると思っている方です。これもさっきの話と通じるんですけれども、ないと思って考えて、どうせロシアは使うことはないだろうって高をくくるよりも、もしかしたら使うかもしれないって考えながら動いた方が、基本的には被害は抑えられるんじゃないかなと思いますね。ただし、どこで使うかって言われた時に、正直連発はしないだろうなと。どこかに一発落とすんだったら何か象徴的な場所に落としてウクライナを完全降伏させるのになんていうか最後の一押しみたいに使う可能性があるかなっていうところですね。で、ここで一つポイントとしては、
セブンさんが書かれているのは小型と書いてある部分で、核兵器について表現するときに、まあいろんな言い方はあるんですけども、出力が高いものと出力が低いもの。まあつまり、TNT 爆薬換算でこのぐらいの量ですよって表現したときに、ものすごい破壊力のあるものと、まあ広島原爆のまあ50倍ぐらいですよっていう、まあだから倍率ドーンですよね。50倍、まあ広島、長崎に落とされた原爆に比べると、まあ50倍ぐらいのものについては低出力核兵器、もしくは小型核、戦術核と呼ばれるようなもので、一方において、戦略核であるとか、もしくは大出力の核と呼ばれるようなものは、まあ広島、長崎型原爆のまあ大体、まあ200から300倍ぐらいのものだと思ってください。まあどちらの方が威力が高いといえば当然のように出力が高い方が強力になってきます。で、ここで言われている小型核ミサイルっていうのは広島原爆型のまあ50倍程度っていうのを想定していると言われています。一発使えば当然のように都市は完全に破壊されるレベルなので、例えば今首都キエフがものすごい頑丈だなって思ってプーチン大統領がめんどくさくなって最終的に使ったとしても、まあなんていうかな、ついにやっちゃったかっていう感じではありますよね。結局のところ使うか使わないかは独裁者の国っていうのはその本人が思った時は使い時になってしまうので、私たちはそれを予想するのは非常に困難なんですよね。というのも損得感情でっていう話をした場合においては、そもそも侵略はしない方が圧倒的にロシアにとってはお得なわけです。でも損得感情を超えてもうすでに侵略してますよっていうことは、つまり合理的な判断で行動することは私たちにはもう無理ですね。非合理的な選択肢も当然使い得るっていうことを考えた方がいいというところですね。まあなので私は可能性についてはありというふうに見ています。ただし確率的に高いのか低いのかっていうと、私は確率的には低いと思ってます。まあ最終的にウクライナ軍がこの後抵抗を長くすれば、私は長期戦に持ち込めば最終的にはロシア軍は撤退する方向になると思っているんですけれども、そうならないのをなんとか持ちこたえさせようとしてプーチン大統領がこの後化学兵器を連発するであるとか、その化学兵器でも何ともならないんだったらついには戦術核を使うっていう、そうした可能性も出てくるってことですね。まあこのあたりはプーチン大統領の精神状況がどんな風になるかによって変わってくるので、何とも言えないところですね。ただ確率論的に言うとないと思うよりは、そういった可能性も一応あり得るよって思った方が基本的には良いだろうと思いますね。よいしょ。よいしょ。というわけで、セブンさん書き込みありがとうございました。ポチッと。ひなののさん、プーチンはロシア帝国の復活を夢見てそう。まあ、ロシア帝国の復活を夢見ているのか、それともソ連邦を想定しているのか、ちょっとこれはまあわからないんですけれども、少なくともある程度感情的な面において今のロシアではやっぱり足りないんでしょうね、彼にしてみると。まあだからこそ、例えば中東ではシリアをアサド政権を助けていますし、またジョージアのあたりにおいてもチェチェン共和国を自分たちのいわゆる勢力圏にある程度収めていると。そしてウクライナの西部側にモルドバだったかな、モルドバがあるんですけど、そこにもロシア軍がすでに駐留していて、なんとか実質支配をしていたりなんかもしているので、ある程度これらを全部つなげるような形で黒海沿岸については自分たちの勢力圏に収めたいっていう考え方があるのかなとかちょっと思わせるものがありますよね。翡翠のしずきさんですかね。結局は戦争なんて、馬鹿がやり始める行いだということで。まあ、馬鹿って呼んだのはわざとですよ。なかなか禁止ワードに引っかかるかもしれないですからね。基本的には、合理的な判断をした上で戦争をするっていうよりも、合理的じゃない感情の方が勝って戦争になる可能性の方が基本的には高いと思いますね、私も。
そもそも第二次世界大戦にしても、もうどっちかっていうと、もう、なんていうかな、合理的な判断でさあやろうなんて言った人は多分誰もいないんじゃないかなと思いますからね。もちろん勝算があるかないかとかいうレベルではまあその時その時の判断はあると思うんですけども、やっぱりちょっとねっていうおかしな判断が必ず働いているからこそ、あそこまで巨大な戦争になったっていうふうに私は思ってます。レンさんスーパーチャットありがとうございます。お茶代にありがとうございます。うんうん主天堂さん、プーチン大統領はスターリン以来のヒトラーより広い読者性です。私はそう思いますけどね。結局のところ彼はスターリン以来というか、スターリン超えする可能性を持った、独裁者である可能性はありますからね。どれだけの人を殺したかっていうそんなランキングにはこだわってはないでしょうけれども、少なくとも権力の集中具合においてはプーチン大統領はもう、スターリン並みと思ってもいいんじゃないかなと思いますからね。何しろルガンスク州やドネツクのあたりの人民共和国っていうか、そのあたりの独立承認をするかどうかっていうのをロシアの中で放映されたものを私たちも見てるんですけれども、その中においては側近の人がなんかものすごいあたふたしているところ、高圧的に話をしている場面なんかも出てきて、後から聞いたらこの人側近中の側近の一人に数えられていたっていうなんていう話もあるんですよね。側近中の側近みたいな人になんかパワハラしてるんですけどなんていうのを見ると、これは身近な人であってももうすでにプーチン大統領にはとてもじゃないけれども、なんていうかもう望んでることを言うしかないみたいな状況なんだなっていうのを感じますからね。少なくとも、いや大統領この件に関してはこうした方がいいですよなんていう汚い意見を言える立場、そういう関係性はもうないんだなっていうのはちょっと見えますからね。もう報道ベースで分かるしかない、こんな私たちでもそんなことを察せれるぐらいですから、もう中の人たちはとんでもなくもう気を使ってる状態なんだろうなって思いますからね。だからこそロシアの、外相であったり国連の大使なんかがもう嘘800並べまくってますよっていうのも、あれも国としてこう言いなさいよっていうのがあったらそれに反することは一切言わないよっていう、そういった状態ですからね。もう本人の考えなんか関係ないんだろうなっていうのを感じますね。このあたりはもうソ連自体のと今のロシア時代もあんまり変わってないっていうところですよね。ボンズさん、あたふたしたのは KGB 時代の部下ですっていうことで。ねえ。ほぼほぼ同じ組織にいた人なんだからっていうところもありますからね。全く違う、いわゆる KGB と対立的な立場にある、いわゆる内部の話じゃなくて、同じ組織の人で部下っていうところでね、側近でいたら、もうちょっと優しく扱いよっていうところですが。よいしょ。よいしょ。さて、それでは。おおむね、おおむねAGT さんがポータブル電源とポータブル冷蔵庫冷凍庫を備えていますっていう、なかなか準備万端だなっていうところですね。地震対策として何をやってますかっていう話で言うと、私自身はポータブル電源っていう意味においては、そんなに持ってはないですね。基本的にはスマートフォンさえ生き残っていれば連絡が取れるっていうこともあって、モバイルバッテリーを予備で2つ持ってますよとか、そのぐらいはあるんですけれども、よいしょ。冷蔵庫。こちらの方、冷凍庫とかはちょっと持ってないですね。ただ、備蓄食料になるものはたくさんあるので、缶詰とかがわさーっとサバ缶ありますよとかね。もうサバ缶とか箱で買うと30缶ぐらい届くんで、大量にと変ですね。もう電気が落ちてもこの缶詰を開ければ1ヶ月ぐらいはもうサバ缶で一応生きていくことができるなとかちょっと思うんですけどね。おおむね書き込みについては皆さん見れたかな。よいしょよいしょ。
よいしょ。で、ちょっと話は元に戻ってって言うと変ですけれども、全体状況を一応ここ最近のを押さえておきましょうかね。今、米中首脳会談がつい先頃行われまして、バイデン政権としては今の中国に対して釘を刺しましたよというニュースが流れております。こちらの方は以前の私の動画の中で解説を行ったんですけれども、今の中国っていうのは、プーチン大統領がたとえ負けたとしても、別にロシアが国家として滅びるわけじゃないんだから、この後負けに負けて中国の属国になってくれたら締めたもんだぜ、みたいな感じで思っているんじゃないかなっていうのが私の見方でございます。実際そうなるかどうかはわからないんですけれども、今の状況っていうのは、習近平国家主席にしてみれば、ロシアを支配するのに一番良い状況が訪れている。しかも、停戦交渉の場に中国がもっと出てきてくださいよっていう形で欧米がもしも頼み込むんだったら、よし、しめしめちょっと恩を売ることができるなみたいな形で、そういった意味でも何かしら中国が今一番心地いい状況になってる可能性あるっていうね。一応表だった支援っていうのは行っていないというのが公式の立場で、アメリカも今釘を刺しているのは支援するなではなくて、支援しようと考えているんだったらやめなさいっていう形なんですよね。実際のところ報道ベースにおいて以外にも現地からの例えばテレグラムであったりとか、現地の人たちが撮影してあげている動画の中においても、いわゆる中国からの支援を匂わすような物資は今のところ映り込んではいません。ロシアから中国に対する支援要請として挙げられていたものは戦闘糧食であるとかドローン、その他武器弾薬といったものについて送ってくれたら嬉しいぞっていう話をしていて、それらについて中国から支援があれば、当然のようにある程度真新しいものが現れるはずだと。特にドローンなんかは中国製のものはトルコ製のものであったりイスラエル製、アメリカ製のものと明らかに異なっているものなので、中国製のドローンが投入されたらもう確実にこれ中国のものが入ってきてるぞってバレますからね。このあたりは現物でもう証拠品になるのでね、実際に、支援を始めたらおそらく大きなニュースになると思いますね。ただし習近平国家主席がいわゆる損得感情で動くという前提でいけば、ロシアを全面的な支援はしないだろうというのが私の見方です。そんなプーチン大統領ですが、今のところですね、クリミア併合記念コンサートで演説しておりまして、彼自身は特に今の現状を指して気にしていない可能性ありってとこですよね。そんな状態なんですけれども、アメリカの方では少しずつ、経済制裁については段階を上げている状態になっています。アメリカの下院がロシア・ベラルーシの最恵国待遇取り消し法案を圧倒的多数で可決という、このパターンっていうのは大統領ではなく議会の方が一致団結しているっていうところをやっぱりポイントとしては押さえておくべきでしょう。今までアメリカの議会っていうのは中国に対してはまとまるんだけれども、アメリカ国内政治においては対立しますよっていうこの構図だったわけです。そしてウクライナ、このロシア、さらにはベラルーシの問題に対しては共和党であっても民主党であってもロシアはダメだなっていうところで結局まとまってる。だから大統領をむしろ突き上げる形でさっさとせいやっていう具合にして動かす可能性があるというところですよね。で、SWIFT 国際決済ネットワークからロシアを外したっていうこともあるんですけれども、それ以後の順次段階的に制裁を加えてるっていうのは私は十分効いてくると思います。一つ一つの制裁が致命的ではなかったとしても、結局のところ2個、3個、4個、5個、10個みたいな形で制裁が積み重なっていくことによって総合的な制裁の能力が高まっていきますからね。このあたりは一つ一つを取り上げて、これは効かんわって言っとるようじゃ私はちょっと違うなと。全体状況を見れば制裁の数が増えれば増えるほど基本的な効果は上がっていくと考えるべきでしょう。一方においてですね、ちょっと面白い動きっていうの、面白い動きっていうのも変なんですけれども、
ウクライナには中国からの留学生とか中国から、働きに行ってる人たちっていうのもいて、その中においては、まだまだウクライナに残っちゃってますよっていう人もいるんですよね。で、そういう人が現地から動画を上げてたりするんですね。こちらの方は、ウクライナから動画を発信する王さんという方なんですけれども、現地にはネオナチなんか全然いねえよっていうような、動画なんかを上げてると。でも実際に自分の身の回りでは空爆が行われて人が亡くなったっていう話なんかが出てますよなんていう動画を上げたらですね、中国国内の報道と全く違うもんですから、お前は誰の手先だみたいな、ツッコミを受けまくるということを話してますね。中国国内では現在でもプーチン大統領の主張に基づいた報道が行われていて、西欧からの話っていうのはどちらかというとあれらはプロパガンダがいっぱい含まれているものだから、毒されちゃいけないぞっていうプーチン大統領の意見に沿ったような話がされていると。だからプーチン大統領の言っていたようにウクライナはネオナチがいっぱいいて、これらを対峙しないといけない悪いとっても、人たちなんだよっていう話を聞かされていると。で、現地の中国人がそんなことないよっていう話をしたら、お前はきっとアメリカから金をもらってこんな話をしてるんだろうみたいな話になっちゃうというところですね。でもね、これは明らかにプーチン大統領の言っていることが難癖のレベルなのでね、現地の人の感覚の方が私は信用できると思いますけどね。ただこの人は中国人なので、もうこの後中国に戻れんかもなっていうのはちょっと感じます。さて、それ以外の動きとしましては、旧ソ連のバルト三国がロシアの外交官10人を追放するという動きを見せております。プーチン大統領の言ってるおかしなことっていうのももう一つあって、 NATO の東方拡大によってウクライナが NATO に加盟するとモスクワまでの距離がめちゃくちゃ近くなって、もう安全保障上とっても恐ろしいことだっていう話をしているんですけれども、旧ソ連のバルト三国が NATO に加盟した時、まさにその時はロシアと国境を接している状態なので、このバルト三国に例えばミサイルを置いたら別にモスクワにはもう届くんですね、あっという間に。そういった意味ではこの論理っていうのもまさに矛盾している。もうそれを言うんだったらウクライナ云々前にバルト三国が、NATO に加盟した段階で言わんとおかしいだろうっていう、こちらの方は理屈なんですけどね。理屈が破綻しているのはプーチン大統領のここ最近の、特徴でもあるのでね。そこを突っ込んでも野暮だよって言われてしまうところです。ちなみにこのバルト三国、基本的には国力的にはかなり厳しいんですけれども、ウクライナに対しては積極的な軍事物資の支援なんかも行っているんですね。そのためにウクライナがもしもこの後完全に占領されるようなことがあれば、たとえ NATO に加盟していたとしても攻撃される可能性があると言われているそうなんですね。で、この NATO の東方拡大の話について一つポイントとしては、別にずっと NATO とロシアは対立していたかのように、プーチン大統領は今は言ってるんですけども、別に NATO に入ってもいいかなみたいな時代はあったんですよね。ロシアとこの NATO の関係っていうのは。ただし、実際に加盟するぞとなったらいろんな情報を共有しなければならないわけで、ロシア側としては旧ソ連時代から引き継いできた軍事ネットワークっていうのを、NATO に加盟したからって、フランスやドイツに見られるような状態になったらとんでもねえなっていうところから、実際のところ、いやこれはなしだわっていうね、そういったことになったんですよね。なかなか軍事的なネットワークっていうのはやっぱりある程度信用というか、そういう信頼関係がないと見せられるものじゃないですからね。だから全体の構想としてロシアが NATO に加盟するっていうのも一応話は少しはあったけれども、実際問題実務的に言うとそれは無理だよっていう話にはなっちゃうわけですよね。ここ最近の動き、今日のニュースなんですけれども、ロシア軍が最新兵器キンジャルを初使用か、極超音速ミサイルということで、推定射程距離2000キロ程度の、ミサイルを撃ち込んだよということがニュースになっております。こちら撃ち込んだ先っていうのがウクライナ軍の、弾薬庫、地下弾薬庫で、かつては核兵器の弾頭を置いていたようなある程度強固な場所だったろうと言われています。で、ウクライナは現在は核兵器を保有していないと。
ただし、核兵器の弾頭を収めるような場所なんで、とっても強固だったろうなっていうところなので、通常の攻撃ではほぼほぼ破壊できないっていうことから、最新鋭の兵器を使ったんだろうと言われております。ただしですね、こういった兵器を持ち出してくるのは、おそらくは通常弾頭がだんだんと弾切れ状態になってきてるんじゃないのというのは言われていますね。最新兵器を出してくるっていうのは、そういった意味では値段の安いというか、在庫のミサイルを撃ち尽くしたから、ついにこういったものを使わざるを得なかったんじゃないのかなっていうのを指摘されております。さて、こういった話をしてくると、どこの国に仲裁を頼むか問題っていうのがあるんですけれども、現在これまでに動いた国っていうのは、トルコ、イスラエル、フランスなんかが上がってるわけなんですけど、ことごとく今のところは失敗しておりまして、プーチン大統領の言い分っていうのを丸々ウクライナを認めさせるような話っていうのはとてもないけれども認められないっていうところで交渉不成立と。で、期待されているインドなんですが、今インド何をしているかっていうと、ロシア産原油の輸入というのを進めておりまして、これに対する批判の声が上がっても、これは私たちにとっては当然取り得る判断ですよということを発表しております。で、なんでロシアが、インドに対してさあ原油を買ってくれっていう話をしてるかっていうと、インドとロシアの関係というのはずっと旧ソ連時代から続いていて、特に兵器関連について言うと、ロシア製の兵器をインドが輸入して配備するっていうのはこれまでずっとあったことです。でも私たちここ最近の政治状況から言うと、クアッド、アメリカ、日本、オーストラリア、そしてインドのこの4カ国の連盟をもって、なるべく中国との関係を見直しましょうねっていうのをまさにやってきたわけです。これは安倍政権の進めてきたインド太平洋戦略の中におけるインドっていうのは非常に重要だねっていう話なんですよね。ただし、ここの話っていうのは対中国っていうのを念頭に作られたものなので、対ロシアという意味でインドを、なんとか持ってくるっていう話とはちょっとずれてる部分なんですね。だから主眼がずれてしまうと。で、クアッド構想に対しても一つ誤解があるのは、インドを完全にこっちに寄せたことに成功したからクアッドがあるんじゃなくって、クアッドっていう枠組みを作ることによって少しでも日米欧に引き込んでいこうっていうそのセッティングなんですよね。取り組みとして。そういったわけなので、今回インドとしては、いやいやヨーロッパはなんだかんだ言ってこれからも天然ガス買うんでしょう。なんで、超安くなってるロシア産原油うちが買っちゃダメなのっていう考え方ですよね。このあたりはインドっていうのは自主独立志向が非常に高い国なので、今回の件に関しても、いや日米をそうは言うんだけれど、うち安いロシア産原油買いますよって話をしてます。で、ちなみに、このインドが買うときは確かルピーだったかな。ルピー建て支払いを認めるんだったら安く買うよっていう、完全にロシアの足元を見る形で、購入するだろうという話になっておりますね。だから、今原油がものすごく高くなっているのに対して、買い手が少なくなっているからロシアとしては、買ってくれるんだったらものすごく、安くしますよ。なんとしても買ってくれたらもうありとあらゆるあなたの条件飲みますよみたいな形になってるっていう話ですよね。で、そこまで言うんだったらインドとしては、それだったら買っちゃるわみたいな話になってしまってるわけでございます。ただし当然のようにですね、大量に買うわけですから、当然のように大金が動いて、それがロシアに渡ってしまうっていうのは今の経済制裁に対しては抜け穴になってしまうっていうところですよね。このあたりはですね、インドのこの原油を安く買いたいなっていう気持ちを抑えてもらうためには、残念ながら他の国がなんとか手を貸すのは難しいところですよね。例えば日本だと自分の国で原油が全然出ないので、なんとかインドに安く手配して、ロシアから買わないでくださいとはちょっと言えないですからね。ここ難しいところですね。インドも2トラックっていうことですけど、インドっていうのは基本的には非同盟自主外交政策っていうのを昔からやっているような国なので、2トラックどころか全部の国に対して独自外交を展開するので、日米欧の思い通りには絶対動かないみたいなところはありますよ。ここはちょっと気をつけなければいけないところですね。
さて、そんなわけで制裁の話ちょっと続くんですけれども、政府が水産物の禁輸見送りへ対ロシア制裁、地域経済に配慮ということで、当初のニュースとしては日本はロシア産の海産物について、輸入禁止措置を取るんじゃないかと言われていたんですけれども、続報としては、いや、水産物の禁輸はしないよという方向に流れてしまいました。で、これは一体なぜかっていうと、この記事の中では、カニであるとか、サケマス、明太子の原料になるタラの、卵が、ものすごく額が多くって、これは地域経済を支えているので、もしも禁輸してしまうと、これらの地方にあるそれぞれの水産加工業者がもうぶっ倒れてしまうっていうところからやめますっていう話になっちゃったんですね。このあたりは私、なんていうかな、地域経済のことを思うんだったら、禁輸した上で、なんていうか保証して、会社経営は成り立たせるようなことをしてあげてもいいんじゃないかなって思うんですけどね。もうちょっとここは制裁を維持するためには国内経済を、なんていうか、お金を引き当てることによって金融制裁を実施してほしかったなと思う方です。基本的には制裁をかけるっていうことは日本に物が入ってこなくなるので、確かにそのまま放置しておけば日本にもダメージは出るんですよ。でも、制裁をかけない限りは結局のところロシアにお金が流れてくるっていうのは変わらないわけなので、何をしなければならないかっていうと、制裁をかけることによって日本が受けるダメージ、その受けるダメージを日本政府がある程度支えてあげるっていう、こうやることによってロシア側に流れるお金が減りますよっていう、その仕組みを作ることが大事だと思います。単純に地域経済ダメになっちゃうから、制裁はかけませんなんていう、こんなことを言っていたらありとあらゆる物品についてそのまま流れ続けるわけですからね。これはちょっとね、言い訳としては良くないなと思いますね。制裁をかけるっていうことを前提にして、じゃあどうやったら日本の中におけるダメージが減らすことができるか。そこが政治の知恵の出しどころだと思いますね。パープルさんスーパーチャットありがとうございます。例えばこれに関連して言うと、天然ガスをロシアから輸入してますよっていうことも、私は基本的にはやめるべきだと思ってます。で、それによって当然のように天然ガスの輸入量が減れば値段が上がっちゃうよっていう問題があります。で、それに対してはやはり同じように解決する方向で考えてほしいっていうところですね。例えば原発を動かすことによって天然ガスに対するエネルギー依存度を下げるみたいな形で、何か悪いことが起こるんだったらその悪いことを打ち消すような政策に舵を切ってほしいっていうところですよね。5000円給付の話はしましたね。はい。よいしょ。で、ウクライナ問題を語るときにですね、今、橋本さんがものすごく目立ってるんですよね。特にワイドショーっていうのにもう限定しないレベルでこのウクライナ問題で専門家枠で橋本徹さんが呼ばれるんですけれども、はっきり言ってですね、別に橋本徹さん国際政治でも経済でもなく、そして軍事評論家でもない人なので、なんでこの人を専門家枠でずっと起用し続けるのかっていうの疑問があるし反対なんですよね。それだったら別にね、毎回のようにおかしなことを言ってるよっていうのを突っ込むをしなければならない。こっちが忙しくなるっていう感じなんですけれども。とにかく言ってることがおかしいんですよね。まず最初に出てきたのが、もうさっさと降伏しろっていうのが最初の第一声で、その後譲歩しろっていうのをなんかそればっかり言っていて、とにかくその現地の人たちはこの後どうなるかっていうのを無視してるんですよね。特に現地の人たち、確かに動員令はかかっているんですけれども、動員令がかかっていなかったとしても多分多くの男性は戦いというか現地に残っている人多いと思うんですよね。何しろ包囲されているマウリポリとかそれといった都市においても多くの人が残っていると。で、それはなんで残ってたんですかって言われたら、私はこの国に生まれて、この国に、ずっと離れるのは嫌だっていうところから、別に動員令があってもなかったも、私はこの土地に来ますよっていうような話なんかをされている方いますからね。多分多くの方、今でも残っている方っていうのは、別に
規制というか動員令がかかっているから残っているんじゃなくって、残る気持ちがあるから残っている人が今は多いんだと思います。もちろん足腰がとてもじゃないけど、長距離の移動に耐えられないっていうような、いわゆるそうしたちょっと事情がある方も当然いるとは思うんですけれども、でも残っている人たちはやはりロシア軍の攻撃に対してもう降伏するために残っているんじゃなくて、降伏しないために残っている人だと私は思っています。で、そういった人たちに対して頭ごなしにお前たちが抵抗しても関係ないんだからさっさと降伏しろみたいな話をしているのを見ると本当に恐ろしいことだなと思いますね。で、この話を恐ろしいことだなって思うのはなぜかっていうと、例えば日本がロシア軍から攻められました、北海道に上陸してきましたってなった時に、橋本さん同じようなことを言うのかなって思うと本当に恐ろしいなと。ロシア軍が攻めてきたじゃないか、日本人殺されてるじゃないか、こんな状態だったらさっさと降伏すればいいんだよみたいな話をされたらもう終わったなと思いますからね。もう日本は大体にしてですね、降伏した後においては相手が好き勝手できますよっていう世界なわけです。で、好き勝手できますよっていう世界がどんなことになるかっていうのは、私たちはチベットであったり、ウイグルであったり、内モンゴルであったり、そして香港なんかは別に戦争でも何でもない状態なんですけど、もうありとあらゆる意味でもう中国化が図られているとかいうのを見ると、まあ同じようにしてロシアっていうのは基本的にはおかしなことやるぞっていうのが分かってるわけなので、戦争がひどいからその後良くなるなんてことは絶対ないわけですからね。まあスターリンとプーチンの比較をするっていう意味においてプーチンの方がマシだろうって思う人はいるかもしれないんですけれども、まあでもどっちみち文化的に抹殺されるっていうのは避けられないことなので、とてもじゃないけどさっさと降伏しろなんて言えないと思うんですけどね。ここ最近ではウクライナを頭ごなしにして、とにかくアメリカであるとか NATO 諸国はプーチン大統領に妥協してお土産を持たせるような形にしないとダメだろうみたいな話をしてるんですけれども、このあたりも国際情勢というかニュースを全然見ていなくて、トルコやイスラエルやフランスが毎回話をしていて全然話がまとまらなくて、じゃあそれはなんでかって言ったら、プーチン大統領が求めているのはウクライナに対してはもう武装解除しなさい、ゼレンスキー大統領を去りなさい、そして、自分たちにとって都合のいい政権を打ち立てる、そしてさらに言うとクリミア半島であったり、東部において共和国、独立国を名乗った人たちに対しても領土を割譲しなさい、認めなさいみたいなことを言ってるわけです。こんなもんウクライナに対して認めろって言ってる方がおかしいと私は思いますけどね。というわけでここ最近橋本さんが出てくるたびにおかしな発言をしてるんで、こんな人がテレビに出まくってるのおかしいと思うんですけどね。鳥越さんも話はしました。この人もちょっとね、ちょっと話は打って変わって、産経新聞の記事なんですけれども、台湾の意識調査で最も好きな国として日本 60% で過去最高に達しましたよというニュースが出ております。で、このニュースについて注目すべきなのはやっぱり、今日の話から言うと台湾有事が起こって、中国の人民解放軍が台湾に対して攻撃侵略を行った場合において、この台湾の有効度っていうのを日本側がどう考えるかですよね。例えば日本で大地震が起こりましたよっていうような時には、例えば蔡英文総統は日本語でわざわざ日本の人たちを気遣ってますよっていうメッセージを毎回のように発してくれるし、東日本大震災の時はその当時の台湾の人たちが募金なんかもたくさんしましたし、また台湾から日本に対しての救助隊員のような人たちも来てくれたりなんかしてくれてますからね。そういった背景を考えると、台湾有事が起こった時に今の憲法体制ではおそらく直接的な手助けはできないだろうと言われています。日本にある米軍が台湾の上空に展開して、いわゆる飛行禁止区域設定をするなどして中国軍を牽制する可能性なんかもあるわけなんですけど、その場合においては中国側から日本にミサイルが飛んでくる可能性ありというところですよね。だからこの今の台湾の友好っていうのを見て、日本はやはりある程度台湾を守れるような
方向に私は持っていくべきだと思うんですけどね。今のように攻撃されるまでは何にもできません。攻撃されても一応反撃できるはずなのに、反撃するには政治家の許可がない限り絶対動けませんよみたいな状態だと、まあ台湾に対する人民解放軍の攻撃が始まったとしても、私たちは目をまあテレビに釘付けだけどそれ以上何もできませんみたいなことになりかねない状況ですからね。まあ、このあたりはちょっとね、なんとかしないと本当に間に合わんぞっていうのをちょっと思います。私はまあ今 YouTube でライブをしてるわけですし、動画も投稿してるので、YouTube 今ロシアとのどういう関係になってるかなっていうのをちょっと見るんですけれども、今 YouTube はロシアに対しては、収益化しませんよっていう、まあ、措置なんかを行って、YouTube でどんな情報が上がってきてもお前たちに利益を与えないぜっていうようなことをやってます。で、一方においてロシアの方としては、もうなんか、ロシアを非難するような動画に対してもなんか牽制してないんだなお前らみたいな感じで、まあちょっと喧嘩状態になって、ロシア当局としてはもう YouTube もそのものについて遮断してしまうぞというような、戦いになっております。まあこれで言ったら Facebook を運営しているメタなんかについて言ってもロシアは、お前たちの流している情報については俺は許さんぞみたいな感じでちょっと宣戦布告状態ですよね。基本的にインターネットサービスっていうのは、まあアメリカの資本の会社が非常に多いですから、そういった意味では今ロシアとの情報戦争が発展しておりますよね。まあ今日用意したニュースとしてはこんなところかなっていうところですよね。雨の中の熊さん、ロシアの YouTuber は失職っていうことですけど、まあ収益化剥奪っていうことになったらもう食っていくことはできないかなと思いますね。あと、ゲーム実況で多くの人が利用している、Twitch だったかな。Twitch の方も確かロシアユーザーの人についてはなるべくお金が渡らないように、もしくは決済手段についてものすごく今制裁がかかっていますから、ビザ、マスター、アメックス、この3つについては、決済受け付けませんよっていう形になっているので、お金を入手することが難しくなっているというようなことがありますね。まあ、このあたりはお金を断つっていうのは非常に重要じゃないかなと思いますね。山下秀樹さん、なんかスリスリ音がするっていうことなんですけど、まあこれは私の着ている服の今、スリスリ音ですね。ウニャトさんですね。アメリカメディアが日本の情報番組は素人集めて笑いを取っているのかって言ってましたよ。そう、まあなんていうかな、日本の情報番組っていう、なんかくくりがね、実際情報じゃないだろうっていう話ですよね。まあワイドショーっていう定義が曖昧ではあるんですけれども、専門家にこれはどうですかって聞くならわかるんですよ。それはそれでありだと思うんです。別に2時とか3時とかそういったいわゆるワイドショー時間においても、何々大学の何々の、専門に研究されている誰々さんっていうような形で、まあ専門家の方出られますからね。問題なのは橋本さんの場合だとそもそも専門家じゃないのが明らかなので、この人に聞くのおかしいでしょっていうところですよね。専門家の人に中にもやっぱりちょっとロシアびいきだなこの人っていう人はいるんですよ。でもそれはそれでなんていうか専門家では一応あるんですよね。でもやっぱりね、専門家っていう最初のその前提をやっぱり外すべきじゃないと思いますからね。だからテレビコメンテーターの意見をそんなに、大事にするなよっていうところですね。情報番組だったら専門家に呼んで専門家にこれはどうですかって話を聞くっていうスタイルを取るべきだし、テレビコメンテーターだったらその発言っていうのはあくまでも、一言みたいな感じで済ませるべきなんですよね。まあとにかく橋本さんの話聞いてると一言じゃないんですよね。もうバーって自分の自説をガーッと喋っていって、で相手になってる人が例えば喋ったら途中で話遮って、それはねババ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 バって自分の時間に持っていくから、見ていると本当になんか自分の言いたいことだけ言ってるなこの人っていう感じになっちゃうんですよね。まあそういった意味では情報番組じゃないっていうね、まあワイドショーはあくまでもそういう
テレビの作ったエンターテインメント。でもそのエンターテインメントを情報番組だと思っている人が見てしまうと、なんていうか、毒されちゃうっていう問題ありますよね。まあ、視聴率狙いなんでしょうかね、橋本さん。橋本さん、果たして視聴率持ってるんだろうかなって、ちょっとずっと疑問に思うんですけどね。まあ、こればっかりは、まあ、テレビ局の中の、いわゆる人事の中において、つながってる人がいれば、まあ、視聴率とも関係なく、クレームの数とも関係なく、出続けるのっていう、まあ、そういったのはちょっとあるのかもしれないですね。よいしょ。ほいほい。といったわけで、まあ23。まあ皆さんからの書き込みは、まあちょっとあんまり取り上げられてないものもありますけれども、そう、玉川さんについては、まあ今回全く言及してませんが、あとテリー伊藤さんもですね。まあウクライナ問題を語るときに、まあ、テリー伊藤さん、玉川徹さん、橋本徹さん、全員何の専門家でもないですからね。ただのテレビコメンテーターの人をなんでこんなに、時間を取って発言させるのかっていうところで。ね、このあたりは恐ろしいところでございます、テレビの。ポチポチポチ。よいしょ。まあ、といったわけで、まあ、皆さんからの書き込みをご紹介しつつ、今回の、生放送を展開していきました。で、まあ、放送中の書き込みもあったようなんですが、まあ、それについては、よいしょ。ともさん、ちょっと長文なのでもうちょっと時間きついかなっていうところなんですけど、まあ、なるべくだと、やっぱり放送前に書き込んでもらえると、この話についてどう考えようとか、発言しようとか、準備できますんで、なるべくだったら、まあ、事前に書き込みをよろしくお願いいたします。で、まあ、今日の話で言うと、まあ、基本的には私はジャンルは特に指定はしていませんので、それぞれの方が気になるニュースであるとか、こんな話したいよっていうのを、まあ、積極的に入れてもらって全然問題ありません。そのあたりは、まあ、あんまり、なんていうかな、こちらのことを気遣う必要はないかなっていうのを思いますね。ただし、私がそれによってものすごい的外れの意見を言うこともあるので、そこはまたちょっとご了承くださいっていうところですね。まあ、今回の話で言うと、ベラルーシのことかなと思ったら、それはベラルーシのことじゃないですよっていうツッコミもあったりもしましたからね。まあ、そういうのもありですね。よいしょ、よいしょ。まあ、というわけで、3月19日21時、いわゆる定例放送にしますよと言ってから、なんとか、なんとか今のところ続けられていますね。まあ、今回のようにですね、来週同じ時間帯に生放送をする予定でございますので、まあ、今回聞き逃したなとかいう方も、まあ、来週はまた聞いてもらえれば全然 OK でございます。そしてチャットの方もですね、新しく来た人も別に前からいる人も、私は特に、区別をしているわけではないので、初めて来ましたよという方も気軽に書き込んでいってください。はい。というわけで、本日2022年3月19日、わかりニュース解説上川薫のライブ放送はこれにて終了とします。次は動画でお目にかかりましょう。またね、おやすみなさい。よいしょ。ふにゃふにゃ。